まだかな、意外が。もっともっとずっとライハイどこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る島で傷ついた羽を畳んで隠した誰にも見えないように新たな出会いの一つ一つがこわばる背中を押してくれたんだ。ゆっくりでいい寄り道したっていい優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ風と共に飛んでゆくみんなと叶える夢の世界もっとずっとライハイどこまでも大丈夫ですか？一晩中揺れたもんで。はーい、オッケーです。おまわりさんがやってんのか。あれ、軍手じゃなくてゴルフのグローブだよな。あんなもん持ってきてどこで使うんだ？沖縄のリゾートにでも来たつもりなんじゃないの？分かってるっつうの。けど結局こいつは置いてこれなかったな。五十嵐一賀さん、伊賀さん。あ、はいはい、私です。ちなみに五十嵐和義です。あんたかえ、伊賀さんは。あ、いや、和代。熊本から来なすったって疲れたじゃろ。まず荷物を。これ全部あんたのかい？いやちょっと出張所で相談してくっから待っちゅってたぼれ。タボレ？にしてもほんと山と海だけ遠くまで来たもんだ。うわこらー、エリーが出入りの時は潜って食べろっつってるだろうが。だって今日は節分のところにお客さん来るって言うからおもてなし。たくも意外がって名前なんだって。意外が？意外が。それって俺のことかも。ほんと？おじちゃんが意外が。ああ、ちなみに意外がじゃなくて意外がさ、開発センターの職員さんになるんでしょ？あ、面接に受かればな。なんでこの島に働きに来たの？ねえ、なんで？まあなんていうか、すねに傷持ってるっつうか。うわ、何すんだ。すねに傷なんてないじゃん。いや、言葉のあやってやつだろう。ほら見て、こっちの勝ち。旦那、やば、学校じゃ。じゃあね、また後で。ようこそ日の島へ。いいところだよ、意外が。だからはあ、元気なガキンチョだ。伊賀さん。館長さん連れてきたよ。はあ、家財道具一式って感じですな。どうも。面接に受かったらその日から働こうかと。
これじゃあ決まりですね。ありがとうございます。日高です。資料館館長と開発センター長、それと天文台施設長を兼務してます。みんな館長って呼んでるだや。よろしくイガイガさん。よろしくお願いします。まだ開発センターの部屋が用意できてねえから、しばらくはワンのところに寝泊まりしてもらうだ。はあ。猫のおもちゃか。はい、ここだ。民宿。ゴルフクラブ？やっほー、イガイガ。あ、さっきの。トンボ、そろそろ支度せな、学校に遅れるよ。はーい。トンボ？へえ、懐かしい。 MTN3 か。しかしなんでよりによって三鉄が。まあ難しいクラブだからな。往年の名機もここじゃ布団叩きか。ん？グリップがボロボロ。使い込んで、まさかあいつが？いやいや、どんだけ気合入った布団叩きだよ。ねえな、リーディングエッジの角が削りちまってるし、打球痕も、こりゃ相当数の球を打ったクラブだ。それもマットの上からじゃなくて地べたからだ。錆がねえってことは今も使ってるやつがいる？行ってきます。あ、イガイガ、節バーが朝ごはん用意できたって。トンボ、お前女の子だったのか？ひどい。ほら、すまん。学校から帰ってきたら島を案内してあげるから。じゃあね、イガイガ。だからイガイガじゃなくて。行ってきます。ガラシだっての。トンボはワンの孫じゃねえ、ゴンジーの孫だ。ゴンジー？漁師をやっとるじいさんだ。トンボの両親はトンボが小学2年生の時に死んだ。事故でな。それ以来ゴンジーが引き取って男で一つで育ててるんだや。はい。出血を取ります。おーい、トンボさん。トンボはこの島でたった一人の中学3年生さ。他に子供は？小学生は15人おるよ。サッカーしようよ。おしやか、渡る、ゆうま。やったー。島には中学までしかねえ。高校生になったら島の子はみんな島を出なきゃなんねえ。そう簡単に見せるか。残念でした。ブー。いやー、イガイガさんが来てくれて正直助かったんですよ。なんせトカラ列島は東京からだと往復で3泊4日くらいはかかる場所でしょ。海がしけて週2便しかないフェリーが欠航しようもんなら。前に1ヶ月足止め食った旅行客もいたよな。職員募集を出してみたものの来てくれるか半信半疑でしたよ。文平さんは島の出身ですか？文平でいいですよ。俺はこの年までほとんど島を出たことないです。ほんと海と山以外何にもない島ですけどね。はあ。イガイガさん、ゴルフはかなりやられるんですか？荷物にゴルフバッグがあったので。あ、いや、それほどでは。何か。ようこさん。ようこさん。文平、運転しろって。あった。陽子さん？診療所の看護師ですよ。看護師？この島には医者がいなくてね、
看護師の陽子さんが一人で。まあイガイガさんも何かあった時は彼女のお世話になりますよ。用もないのに診療所行ったりとかなしですからね。運転して。ここがあなたの職場になります。はい。部屋が片付き次第センターで寝起きしてもらいますから。トカラ馬です。こんな孤島ですから西洋馬との交配もなく、日本でも数少ない純粋在来馬ですよ。田舎は覚悟してたけど、これも田舎の底が抜けちゃってんじゃねえのか。島にお店はここともう一軒。閉まってるけど。空いてるのは3時間くらいかな。それも店のバーの気分次第。あと島でお金を使うところといったら自販機くらいかな。島に1台しかないけどね。1台だけ？島全体で？お、ウェッジ？いや、まさかこんな島で。今日はどうだった？まあまあかな。この人がトンボのおじいちゃん。どうも、五十嵐。意外がだよ。ほら、開発センターで働くって人。今日は玉っころがしはいかねえのか。今日は意外がを案内してあげてるから。玉っころがし？それってまさかゴルフじゃねえよな。いや、ゴルフ場なんてねえもんな。行ってみる？こっちこっち。どこまで行くんだ。コースつってもどうせちょっとした芝生の広場って程度だろうが。着いたよ。なんじゃこりゃ。すげえ。海沿いの自然の地形を利用してもろにリンクスじゃねえかよ。島のみんなが自分たちで楽しむために作ったんだよ。この小屋にみんなのクラブが置いてあるの。意外がはそれを使って遊ぼう。へえ。今日は向かい風か。打つよ。グリップもいわゆるベースボールグリップ。まるっきり遊びなんだな。しかもあの極端なオープンスタンス、まともに海を向いてやがる。これだけのもろ上げとなると普通は低くて強いドローを打ちたい。それを薄っぺらの三鉄、女の子にしたらべらぼうに長く硬いクラブでドスライスを見越してのことなんだろうが。いけー！雨降り前のツバメみたいに風の下を潜ってけー！なんだあの切り返しは。トップに行き着く直前に左手甲に張りを作ってローボールを打つためにロクトを立たせた。そして鬼の金棒みたいなシャフトをしならせた。おまけに球の10センチも先の芝を削りやがった。そこだー！やったー！
クラブは？ああ、人のクラブを勝手に使うのはどうかと思ってな。じゃあ私の使う？私はこれ1本しかないけど。これ1本？まさかこのクラブだけでゴルフを覚えたのか？意外がなんかかっちょいい。文平とか島のみんなと違うぞ。マジか。今はほとんど使ってるやつもいないこの三鉄だけで。私の玉よりずっと先。意外がすごい。こんな玉初めて見たよ。芝を削った感覚じゃない。板の上でクラブを弾かれたみたいだ。下が強烈に硬い。でもここは私みたいな玉じゃないとダメなんだよ。え？ほら、あの辺はフェアウェイが海に傾いてるんだもん。じゃあ次は私が先だね。イガイガさん、どうでした？俺たちのゴルフ場は。正直驚きました。まさかこんな離島にあんな立派なゴルフコースが。そんな立派なもんじゃないの。地べたをゴロゴロ転がすのが精一杯の連中の集まりなんだから、ゴルフ場。文平と一緒にすんな。俺たちは意図的に転がしてんの。あのコースじゃ球を浮かせちまったらどこに持ってかれるかわからん。そうそう、だから転がしてんの。転がすのが精一杯なのは文平だけだ。ひって今朝取ったタコだよ。おお。ねえ、意外がってすごいんだよ。みんなとは違うの。いや、別に。どう違うんだ？あのね、パピョーって球が飛んでくの。スイングもカチャーンってかっこよくてね。ね、すごいでしょ。そんな説明でわかるかい？トンボの遊び仲間が増えたみたいだや。濁っとる。え？灰色の目をしてるよ。あいつは締められる直前の魚のような目だ。意外が顔怖いよ。いや、今日はワンホールしか遊べなかったけど、今度はもっといっぱい遊ぼう。ああ。あちゃあたー、こりゃアンプレ破るだな。アンプブール？打てなかったら1打足すんだよ。それをアンプレ破るっつーの。そうなんだ。へえ、意外が詳しいぞ。すごい！意外がここ回ったことあんじゃないの？なんでだよ。あと意外がじゃなくて、プロなら当たり前のことだ。壁が近すぎる。しかも垂直すぎる。三鉄じゃ無理だろう。ペースが天に向くくらい。まさかあんなところから、しかも三鉄でバンカーショットを？いや無理だ。あの高さを超えるのは絶対に。私の球はありえない。だがそのありえないことを現実にやってのけた。どうやったんだ？
どうやってあの壁をクリアしたんだ？意外が顔怖いってば。だからイガーラ、もういい、イガイガで。やったー、意外が決定。あ、お前まさかわざと俺の訂正聞いてないふりしてたな。聞こえんな、意外が。何もない島に来たと思ったら、あんなすげえゴルフコースがあって、あんなゴルフをする女の子がいて、トンボ。この子は一体。水平線を見てきた瞳、波音を聞いていた耳、潮風に吹かれてきた体。ゴルフって本当に不思議、自然の中でレッツスイング、何をするのも自分で決める。言い訳なんかできない、だから面白いね。トンボが羽ばたく、目指すカープはみんな同じでも、打ち方いろいろ泥だって構わない。まっすぐな球は素敵かもしれないけど、私には似合わない。楽しくワクワク打てればいいんだ。意外がって何か秘密があるんでしょう。別にねえよ。ねえ、教えてよ。俺の何を知りたいんだ。なんでそんなに顔怖いの？ほっとけ。次回「おいトンボ三鉄の秘密」。さあ教えてもらおうか。次回までの秘密です。ただいまー。意外がと遊んでくるね。暗くなる前に戻ってくるだよ。はーい。意外が見なかった。たく、どこまで狩りゃ終わるっつうんだよ。もっともっとずっとライハイどこまでも何もないようで宝物あふれ、潮風香る島で傷ついた羽を畳んで隠した、誰にも見えないように新たな出会いの一つ一つがこわばる背中を押してくれたんだ。ゆっくりでいい、寄り道したっていい、優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ、風とともに飛んでゆく、みんなと叶える夢の世界。もっとずっとライハイどこまでセンターの仕事の一つが草刈りって聞いたけど、
今のところ草刈りしかねえじゃん。トンボ。意外が顔怖いって。肩も腰もバキバキだわ。ファイト意外が。あ、ゴンジ器用なもんだな。そう、ありがとう。トンボ、扉を開いて干すの手伝え。意外がごめん、遊べなくなった。なあトンボ。何？ゴルフ場なんだけどさ、俺も使わせてもらっていいかな。意外がもゴルフ場のメンバーだよ。フェースを天に向くくらい、目いっぱい球から離れて、どうしてトンボは出すことができたんだ。わかんねえ。ウェッジを使わず三鉄でどうやったら。コツがあるんだよ。トンボ。そうか。テイクバックで左手首を谷折りにしてフェースをよりオープンにしたのか。やっぱり左手が。コツは右手にあるんだよ。え、右手？生臭いっしょ。飛びをたくさん開いたから。匂いを嗅がせてどうする。その右手をどう使うんだよ。打つ瞬間、右手を構えたところで止めるの。船のロープで輪っかを作るのも同じ。ビュッて指先を走らせてすぐ止めると輪っかができる。そんな風に右手を使うとバンカーで高い球が打てるんだ。意外がまた顔怖い。行くぞ。待ってよ意外が。見たい。トンボのゴルフをもっと見てみたい。なんだこりゃ。恐ろしいホールじゃないか。前後左右どこにブレても海。今日はそよ風だね。え、そうか。ここじゃ。これがそよ風か。音が違う。全然浮き上がらないまっすぐなツバメ玉だ。意外がすごいよ。なんであんなまっすぐなの打てるの。私の球は必ず曲がっちゃうもん。お前の番だトンボ。そよ風と言ったが、これだけのアゲインスト、しかも塩分と湿気を含んだ重い海風、それを三鉄で。さあ
打つトンボ。なんだあのオープンスタンス、球を上げる構えじゃねえか。あんなに勝ち上げちまったら左に曲がるよ。え、上と下で2枚の風があるの。ミサゴが頭を右に向けてる。下は向かい風だけど、高いところは風が右から左に吹いてるの。もうちょい右狙いだったのに。意外がまた顔怖いよ。傾斜以上にすんげえ切れやがった。こっちからは順目。パットも三鉄でやるのか。本来はパターで打つべきだが、まあ仕方ねえか。正確にど真ん中を打ちやがった。さっきと構えが違う。トンボ、なんで最初と打ち方を変えた？だって返しは逆目になるでしょ。上からコツンって打ってあげた方が転がりがいいんだ。確かに正しい。球を潰すように上からヘッドを入れれば、球は小さくジャンプし、逆目の抵抗を受けずスムーズに転がる。だが理屈は知らないんだろう。ただ遊びの中で自然とそれを覚えたのか。お？なんでここだけベンチが？夕日を見るためだよ。今日は曇っちゃってるけど、ここから見える最高の夕日をゆっくり眺められるように。いつか俺も見られるといいな。見られるよ、何度だって。だって意外がはもうずっとこの島にいるんでしょ。え、ずーっと？私はいるよ。ずーっとこの島にいるんだ。どこにも出てかないんだ。トンボ。高校生になったら島の子はみんな島を出なきゃなんねえ。低いのに全然お辞儀しない。グリーンまで100ヤードちょっとだよ。意外がってすごいよ。すごすぎるよ。俺みたいに汚れちまったやつにそんな目を向けるんじゃねえって。ラフだ。意外がみたいに飛ばそうとしたけど投げすぎちゃった。また私が打つたびに怖い顔する。すまん。遊びなんだから笑顔笑顔。2番のティーショットでは左手甲を谷折りに、今度は逆に山折り。間違いない。トンボはいちいち球を曲げている。これだけ深いと三鉄じゃチョロが精一杯だろう。俺のウェッジを貸そうか。これでいい。どこに打つつもりだ？
船のへさきが水面を切り裂くのと同じように尖ったクラブの先っちょからラフに入れていけば草が長くてもへっちゃらなの。意外がもしかしてまた怖い顔をよく見えないや。何にも見えねやっぱり回り始めたのが遅かったんだね。夜の感覚がまるっきり違う。夜ってこんなに暗いものなのか。人玉。文平、駐在さん。やっぱりコースの方だったか。あんたも一緒だったんか。はあ。暗くなる前に帰ってこいって言ったはずさ。もう少しで防災放送を島全体に流すとこだったさ。ごめんなさい。まあとにかく無事でよかった。すみません。俺がもう少しコースを回りたいと引き止めたんです。あんまり心配かけさせんな。うん。俺はまだこの島ではお客さんなんだ。それじゃあ帰ろうか。じゃあ。ありがとう。すみません。帰るぞトンボ。じゃあね。お前も来い。どうしたの？黙りこくっちゃって。いや、お前のじいちゃんなんか苦手なんだよ。どうして？どこか怖いっつうか。怖い？全然だよ。ゴンジーみたいに優しい人はいないよ。優しい。ゴンジーがいつも言ってる。優しさってのは強いってことだ。優しいと強いは同じ言葉だって。いただきます。おいしい。食べないの？意外が。意外が？申し訳ありませんでした。トンボ、いえ、トンボさんを遅くまで。変なの、トンボさんだって。飯の時に小難しい話はなしだ。いただきます。お前この島に来る前は何をやっていた？それはトラックドライバーです。そうじゃない。わしが聞いているのは仕事じゃねえ。どう生きてたんだってことだ。どう生きてた？この島に来る前、お前は生きていたのか死んでいたのか。死んでました。この島は世間様から忘れられたような場所よ。だから流れてくるやつもいる。大抵は生きることに不器用な連中だ。この日の島で生まれ育った人間は都会に焦がれて島を離れていく。わしのせがれもそうだった。そして行っちまった。俺も不器用なのかもしれません。わかんないです。この島でゆっくりその答えを探せばいい。
星がよく見える。今日は新月だ。堤防へ連れてってやれ。トンボ、どうしてお前は三鉄しか使わないんだ？三鉄？3番がやんってみんな言うけど。ああ、その3番だ。なぜあの1本しか使わない？ほら。あっ、島のみんなの自慢なんだ。時が止まってるみたいだ。お父さんとお母さんはどれだろう。人は死んだら星になるって言うじゃん。タマ、こんなに？今日のコースは池が多いんだ。お母さんが初めてだからたくさん持っていかなきゃ。失礼しちゃう。いいな、私も一緒に行きたいな。もう少し大きくなったらトンボにも教えてあげるよ。一緒にやろう。おっと、あら、置いてくの？ああ、俺には手強い。帰りに学校に迎えに行こうね。うちは息子が大学受験だからな。姉さんのところがいいんじゃない？そうね、トンボちゃんと同じ年頃の子がいるし。何言ってんの？うちは商売してんのよ。あんたが引き取りなさいよ。無理よ、うちだって余裕ないの。島に戻せばいいんじゃねえか。だってもうじいさんしかいないんだぞ。うちはいらないの。うちだっているか。いるも何も誰か連れてけ。トンボ。おじいちゃん。お父さんが残してくれたクラブ。すまなかったな。辛いことを思い出させちまって。三鉄。え？三鉄ってなんかかっこいいね。私も三鉄って言う。そっか。行ってきます。トンボがこの島に来た時、トンボはなんも喋らん子だったさ。ほんに無表情で、ゴンじいなんかそりゃもうやりきれんかったと思うさ。島のもみんなトンボを気にかけてな。少しずつでいいから心の傷を治してやりたかったんさ。でも結局傷を癒してくれたのはあの子の両親の思い出とこの島だったかもしれん。私はいるよ。ずーっとこの島にいるんだ。どこにも出てかないんだ。来年の春には中学を卒業だけど、トンボはただいまー。ああ、意外が私を待ちきれずに来ちゃったんだ。待ってて、今着替えて。トンボ、お前高校はどうするんだ？島には中学までしかない。高校には行かない。ずっと島にいる。トンボ。水平線を見てきた瞳、波音を聞いていた耳、潮風に吹かれてきた風
意外がって今までに後悔したことある？まあそれなりにな。やっぱ怖い顔のこと。お前怖い顔にこだわるな。次回大井トンボウェッジと後悔。ウェッジって何か分かってるか？腰のあたり。それはウエスト。また見てね。ほら意外が、せっかくゴンジーが船出してくれたんだからすくってすくって。いい時に島に来たなお前は。6月になるとトカラにはトビウオが産卵で陸に近づいてくる。夜だったら港でタモをちょこっと沈めるだけで勝手に魚が入っちゃうんだよ。口から餌はまかんでいいからな。意外が顔怖いよ。この揺れじゃ。濡れた甲板を素足でしっかり掴んでいる。島の暮らしの中で自然と身についたんだな。やったー！トンボ、お前高校はどうするんだ？島には中学までしかない。高校には行かない。ずっと島にいる。もっともっとずっと礼拝どこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る島で傷ついた羽を畳んで隠した誰にも見えないように新たな出会いの一つ一つがこわばる背中を押してくれたんだ。ゆっくりでいい寄り道したっていい優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ風と共に飛んでゆくみんなと叶える夢の世界。もっとずっと礼拝どこまでもすげえ、超まっすぐ。うまい。なんで？意外がかっこいい。どこで覚えたんです？え？グリーン狩りは全く初めての人間にできるもんじゃありませんよ。じゃあいや、昔ちょこっとゴルフ場でバイトみたいなことをしたことがあって。いやー、ほんとすごい。意外がの打つボールはもっとすごいんだから。みんなびっくりするよ。初めて見るな、イガイガさんのゴルフ。すね今日は追い風だもん。意外がだったらワンオンしちゃうかも。おお、まともに打っちゃいけない。かといってわざとおかしいスイングをすればかえって。そうだ、あの逆だ。おっ、
バンカーの手前まで飛んだがね。なるほど、トンボが言った通りだ。どうも。違うもん。お、こんなんじゃないもん。意外がどうして？お、ほらトンボ、お前の番だぞ。トンボ、私嘘つきは嫌いだ。嘘つきって。意外がはすごいってみんなに言ったのに。ナイスショー。ナイスショー。無垢だな。あいつもそうだった。おお、さあ出たザ・ゴルフ。ツーンだ。やっぱり追い風だから止まんないか。だったら2打目はお刺身を切るみたいに。ああ、ランを抑えられるようにフェースをいくらか開いてカットスピンで攻めてきやがったか。開いたり閉じたり抜いたり止めたり、三鉄をあれだけ自由自在に操るトンボに、もし他のクラブを持たせたら。ウェッジだ。ウェッジは球のコントロールが最も効く。使わせてみたい。いや、使わせるべきだ。トンボ、今日のラウンドウェッジも使ってみないか。見ない。即答かよ。ほら、嘘つきはバチが当たった。ディボット跡の目土の上か。トンボだったらここからその三鉄でどう打つ？バンカー越えだし、こんな砂の上からじゃ開いても上げらんないし止められない。あっちに打つ。それじゃグリーンに乗せるだけだな。あれ、俺の球この辺だったっすよね。文平と来ると球探しばっかだな。いいか、ウェッジがあればな。硬いグリーンに追い風、条件は厳しいが。止まってくれたか。わざとダフらせたの？ああ、三鉄だとここからどうしても3打はかかるけど、ウェッジなら2打で上がれるチャンスも作れるんだ。今度はトンボが打ってみろ。やっぱいい。決めた。何としてもトンボにウェッジを使わせる。はあ、これで全部だな。ここがこれから俺の城ってわけか。やっぱいい。なんとかしてウェッジを使わせる手はないかな。いい手を思いついたぞ。ちょっと借りてくぜ。カッターで切っちまえば簡単だけど。お父さんの残してくれたクラブ。そういうわけにもいかねえもんな。
意外がとばっか遊んでさ。意外おう。が私の三鉄？握ってみ。グリップが新しくなってる。すっごい握りやすい。手に吸い付くみたい。ツルツルだったからな、あのグリップは。新しいグリップなら飛距離も伸びるぞ。うん、ありがとう意外が。あのグリップは前についてたお父さんが残してくれたグリップ。なんで勝手に変えちゃったの？私に黙って。ああ、大事なグリップだもんな。お前の父ちゃんの思い出が染みついたグリップだ。このウェッジなら使ってみたいだろ？どう打てばいいのかな。どう打ってもいい。1、2、3。28、29、30。俺をめがけて打ってみな。お前が三鉄でしてきたようにな。ゴルフってのはどんなスポーツよりもああしちゃいけない、こうしちゃいけない、ダメダメ尽くしの教えを強いられる。でもトンボを見て思った。本当は何をしたっていいんじゃないかって。ゴルファーは皆いいスイングを作ろうとする。トンボは球を作ろうとしている。全然飛ばないや。それに転がんない。フェースに角度があるからな。三鉄に比べたら相当大きく振らないと。よーし。転がらないんだったら転がしてみよう。ゴロゴロ丸だ。ゴロゴロ丸？なんだ、目いっぱい背中に。やったー、ゴロゴロ届いた。アプローチであんなに極端にインサイドアウトに振るなんて初めて見た。よし、次は今度はさっきと逆に超アウトサイドに振り上げた。止まるなこれ。あれは凛太郎のウェッジだった。野球部の練習辛くてさ。小学校の時のようにいかないわね。俺やっぱりゴルフが。お父さん、僕にゴルフを教えてください。プロゴルファーになりたいんです。しばらくはこれ一本だけで練習するんだ。他のクラブは握るな。振りかぶるのも振り抜くのも腰より上の高さに振り上げてはならん。はい。100発打って90発はあの円の中にキャリーさせること。100発中90発。それができるまではこの練習のみだ。はい。プロゴルファーなんてどうせ野球部を辞める口実に決まってる。お父さん、できたよ。92球も円の中に入れられたよ。できるわけがない。初心者に、しかもこんなベアグラウンドで。お父さんが見てるから緊張しちゃった。もう一回。お父さん、そんなに野球部を辞めたいのなら勝手にすればいい。嘘つきが。嘘じゃない。本当に92球成功したんだ。見てよ。
まだ1級だよ。1級見れば十分だ。本当に僕、お前みたいに何に対しても向き合えないやつは一生そうやって半端に生きていくようになる。お父さん、嘘じゃないんだよ。お父さん。もし戻れたらあの瞬間に戻りたい。思えばあの頃、自分がプレーで結果を出せない焦りと不甲斐なさから苛立ちを凛太郎にぶつけてしまった。向き合っていなかったのはきっと俺の方だったんだ。凛太郎はゴルフをやめた。いけゴロゴロ。俺は凛太郎から振る喜びを奪ってしまった。型にはめようとした。なんであの時もっと自由にクラブを握らせてやらなかったんだろう。やったー。じゃあ次は球を右に置いてゴルフをやる喜び。毎日あの調子。最高の遊び相手ができたもんね。1番ホールはこっからね。上？空いてるとこなんてねえぞ。葉っぱが薄くなってるとこだったら。やったー。強引だな。さっきの鳥か。赤ひげだよ。赤ひげ？トカラ列島でしか見られない鳥なんだよ。村のシンボルにもなってる。赤ひげはトカラの海に沈む夕日が好きでトカラにしか住まない。だから茜色をしている。トカラの夕焼けに染まったんだって。へえ、トカラの夕焼け色か。館長が教えてくれたんだ。せっかくウェッジがあるんだ。三鉄じゃできない遊びを教えてやろっか。2球ともまっすぐに。三鉄じゃフェースの角度が立ちすぎてるから初めに打った球が先に置いた球に当たっちまう。けどウェッジなら先の球の上を越えていくんだ。面白そう。あ、先の球だけ左に。手前の球を打った後フェースはどうしても左を向いていく。これはできるだけ長いインパクトゾーンを作るための練習なんだが。よーし。トンボには純粋な遊びだな。さっきよりはマシかな。それにしてもこれを初めてやらせると先の球を空振りしてしまうものも少なくないのに。もう一回。ゴルフを吹きさらしのこのコースで覚えたトンボは低い球を打つことに長けている。球をしゃくるとかすくうという動きがスイングの中に一切ない。トンボ、ウェッジなら。すごい。こんなこともできるんだぜ。私もやりたい。あれ、
ウェッジでのリフティングは自分で打った球を自分で拾うようになると自然に覚える。ゴルフ場の研修生とかな。研修生って？ゴルフ場で働きながらプロゴルファーを目指す連中のことだ。トンボはプロゴルファーになりたいとは思わないのか？どうして？いや、最近の女子ツアーなんかすげえ人気だし、億とか稼げちゃったりすることもあるんだぞ。そんなにお金あってもこの島じゃ使えないもん。いないよ。ずーっとこの島にいるんだ。どこにも出てかないんだ。トンボにとっては世界のすべてがこの火の島なんだ。すげえ。ねえ、綺麗でしょ。海に溶けるようにして太陽が沈んでいくみたい。ああ、ベンチを置いて正解だな。もうゴルフはできまいと覚悟していた。なのに俺は毎日ゴルフをしている。ライバルや敵はいたが仲間と呼べる相手はいなかった。けどゴルフ仲間が俺に初めてできた。息子より年下の仲間だが、こんな穏やかにゴルフができるなんて、こんなにゴルフが楽しいなんて。意外が？いや、館長の言う通りだな。え？赤ひげはこの夕焼け色に染まったんだ。だよね。水平線を見てきた瞳、波音を聞いていた耳、潮風に吹かれてきた体。ゴルフって本当に不思議、自然の中でレッツスイング、何をするのも自分で決める。言い訳なんかできない。だから面白いね。トンボが羽ばたく目指すカープはみんな同じでも打ち方いろいろゴロだって構わない。まっすぐな球は素敵かもしれないけど、私には似合わない。楽しくワクワクしてればいいんだ。どうしよう、迷っちゃうよ。悩み事か。よければ話聞くぞ。タコのお刺身、わさび醤油と塩、どっちを先に食べればいいかな。幸せなやつだよ、お前は。次回、大井トンボお刺身ショット。ねえ、意外がどっちが？はい、話は聞きました。おい、トンこらトンボ。意外が先行ってるね。おい、トンボ。トンボ。まったくあいつは。どうかしたんですか？お前さんが教えた遊びに夢中で、この通りだ。俺が教えた遊びって。
家の中でも夜中でもお構いなしだ。もうすぐ台風シーズンだってのに。すみません。いてもっともっとずっとライハイどこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る島で傷ついた羽を畳んで隠した誰にも見えないように新たな出会いの一つ一つがこわばる背中を押してくれたんだ。ゆっくりでいい寄り道したっていい優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ風とともに飛んでゆくみんなと叶える夢の世界もっとずっとライハイどこまでもすっごい単行部。小学生の時におふくろからもらって以来だぜ、原稿食らったなんて。大体お前がな。教えてから3日しか経ってないってのに。ラストはまさか。やっぱり無理。たくなあトンボ、この木の実みたいなの島中に落っこちてるよな。その木の実甘くて美味しいんだよ。へえ。全然うまくねえじゃんか。それよりもさ、これできるようになったんだよ。もっと話してみようか。話す？俺が教えたのは弾3つ分くらい15センチ強離して撃つ方法だ。つまりそれくらいのストレートなインパクトゾーンが作れれば2球ともほぼまっすぐに飛んでいく。しかしあれは弾5つ、いや6つは入る。つまり30センチ近いインパクトゾーンが必要ってことだ。とてもなんだこのターフの長さは。ありえない。意外がまた顔怖いよ。もしかしてお前気をつけ。前へなれ。なんなの。両手を合わせろ。なんで。やっぱり右手の方が長い。インパクトでは右肘にゆとりがある。その曲がっている右肘が伸びきるまでの間
クラブヘッドをストレートに走らせることができる。右手が長ければそれだけ長くインパクトで球を押せる。だからあんなに離した球を2つともまっすぐに飛ばせるような系統がうまいもんだな。ガジュマルは葉が厚いからいい音が出るんだ。ヤギ？島にはね、野生のヤギがいっぱいいるの。島の人口より多いかな。その割に俺合わないぞ。顔怖いから警戒されてるんだよ。え？あれってトンボ！てめえ！だってまさか本当に食べるとは思わなかったんだもん。極楽極楽。ヤギの糞食ったんだって。うめかったか？木の実に見えるっちゃ見えるもんな。あれトンボの野郎。こんばんは。あら、トンボちゃん、ヨウコちゃん、お揃いで。ヨウコさん？ヨウコ？あの看護師さんの。いいわね。ヨウコちゃんはワンらと違って肌がお湯を弾いてるがね。もうプルプル。そんなことないですよ。あったね。お、アイス。ダッシュで買ってきた。悪いな。なんであんたにやんなきゃなんねえんだよ。え？意外が。この人がヤギの糞を食べた人です。この意外がさんね。アダリアヨウコです。どうも。いがら。ヨウコさん、よかったらアイス食べませんか？そういうことか。わかりやすいな。ありがとう。文平サンキュー。よかったね、トンボちゃん。一緒に行って。はあ、トンボよ。あ、トンボ姉ちゃん。おーい。おう、渡る。それでまたノックしてよ。いいよ。ノック？なんで意外がまで来ちゃってるんだよ。行くぞー。ちょろい。じゃあこれもちょろい。ずるいよ。はい次。ほらほらい。ほらほら次行くよ。せっかくお風呂に入ったのにあんな汗だくになってほんと好きなのね。巣作り。私もゴルフ始めてみようかな。教えてくれるかしら？それはもちろん。トンボちゃん、バットじゃなくてゴルフクラブでうまいものね。前行くよ次。意外がさん？どったの？怖い顔して。あいつ。
球のボールはゴルフボールに比べてはるかにでかい。だからクラブを入れる場所がはっきり見て取れた。トンボはボールの上下を打ち分けていた。ボールと地面の接点からど真ん中、あらゆるところにリーディングエッジを入れやがった。ひょっとしてトンボはゴルフの球に対しても同じことをやってるのか。いや、きっとやっているに違いない。ゴルファーはクラブの左右の軌道については考えるし悩みもする。だが上下の軌道には無頓着だ。ほとんどのものが球と地面の接点にリーディングエッジをきれいに入れることしか考えない。球には厚みがある。その厚みのどこに入れるかその大切さにもっと早く気づいていれば3度もプロテストを受験する必要はなかっただろうな。ゴンジー、おお、あら、お、でけえ。大物だね。もともと小学生のガキくらいあったんだけどな。3分の2をサメに持っていかれちまった。大丈夫大丈夫、こんだけ残ってるもん。これ全部トンボが？15歳でトンボほど包丁を使える子はなかなかいないだろうね。お刺身でしょ、しゃぶしゃぶ用の薄切りでしょ。皮は湯がいて細かく切ったからポン酢で食べて。鱗の唐揚げはポテトチップスみたいさ。で、夏だけど鍋ね。あらは鍋の王様だね。締めは雑炊が最高だよ。しかしよくもこんなに薄く。ゴルフのいろんなお刺身ショットと同じだよ。お刺身ショット？お刺身を切るとき包丁を寝かせるでしょ。白身のお魚を薄く切るときはいっぱい寝かせるし、カツオとかシビとかを厚めに切るときは中くらい、タコとかをぶつ切りにするときは寝かせないで真上から押し切るじゃん。薄作り。こいつ刺身を切る時の包丁の使い方でゴルフをなんでまた怖い顔するの？ご飯がまずくなる。お待たせ。なんだその格好は。新しいゴルフウェアか？ゴンジーに髪切られるところダッシュで逃げてきた。髪？ああ、そうか。島には床屋とか美容室なんて。ゴンジーは短く切るから嫌なんだよ。やだ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 。短くすりゃ3ヶ月は切らんで、ちまちま切ったら1ヶ月したらまた切らにゃいけんじゃろうが。とか言うんだよ。よこねえなら可愛く切ってくれるのにな。じゃあ回ろう。1番ホール、私はボギーだから意外がからだよ。この風じゃグリーンを捉えるには海に向かって打ち出すしかねえよな。南風でもろに真横からだもんね。となると問題はどこまで沖に狙いを定めるか。あの雲の端っこあたりだが、何もない海の上に打っていくのはやっぱり怖い。思ったより風に流されなかった場合の保険はかけたい。よし。保険をかけた分惜しかったね。トンボのゴルフは球を操るゴルフだ。どちらかに曲げてコースを攻めてくる。だがアドレスからはどんな球を打つのかが見えない。基本オープンスタンスで肩のライン、フェース面もバラバラだが、何度も一緒にプレーして
狙いが読めるようになってきた。球を打ち出したい方向に左鎖骨を向ける。スタンスははるか左の沖を向いているが、左鎖骨を岬の左端に向けた。角度は空。球と風を喧嘩させるつもりだ。風に流されない強いフックをかけてる。風と喧嘩させた球は止まる。やったー、止まった。同じ球を打とうと思えば俺でも打てる。ただ試合ではできない。もし戻ってこなかったら、もし曲がらなかったらという恐怖が頭をよぎり、体を硬直させる。どうだ意外が。ああ、ナイスだ。なあトンボ、今みたいなショットを打つのを怖く感じることはないのか？なんで？もしフックがかからなかったら右の海にチャポーンだろ。そうなったらもう一回打てばいいじゃん。俺はトンボのゴルフにどこか違和感を感じていた。喉に小骨が引っかかるような。やば。なんだありゃ。意外がこっち。雨の柱？ここで雨宿りすればいいって。屋根もねえじゃねえか。いいからほら座って。来たよ。意外が壁にくっついて。こうか。うわあれ？そうか、風で雨が横殴りだからね。ちゃんと雨宿りできるでしょ。ああ。しばらくじっとしてるしかないね。丸バツやろ。丸バツ？意外が先行でいいよ。うん。引き分けか。もう一回。もう一回打てばいいじゃん。今度は私が先行ね。トンボはゴルフで重圧を感じたことがないのだ。ミスったところでたとえ球が海に落ちても「ああ入っちゃった」で済んでしまう。もう一球打ち直せばいい。意外がの番だよ。ああ、そう、この丸抜ゲームと同じ。やる前の「よーし」という高揚感はあっても、負けたら失敗したらという恐怖はない。この年齢なら誰かと自分を比べることで、あの子の方がうまい、自分の方がうまい、そこから勝ちたい、悔しいという競争心が生まれる。トンボは競うゴルフをしたことがないんだ。負けちゃった。もう一回。それが俺の感じていた違和感の正体。もちろんこの島で競う必要はないし、競う相手もいない。幼い頃に心に傷を負ったトンボにとってこの島は最もいい環境だ。だがじゃあ意外が先行ね。この先トンボがゴルフを続けるなら、試合に出るのなら、意外が試合に出ないのなら、それはこれだけのゴルフの才能が埋もれてしまうということ。そんなのはもったいない。出るべきだ。いや、俺はきっとトンボを試合に出したいのだ。私はいるよ。
でしょ。でっかい橋みたい。あれが本物の橋だとして、渡って島の外へ出たいと思わないか？全然。それよりゴルフの続き。トンボ、お前がやっているのはゴルフじゃない。お前のやっているのはゴルフじゃない。意外がさ。お前のゴルフには大切なものが足りていない。ゴルフじゃない。嘘。文平。次回おいトンボ、お前のはゴルフじゃない。意外がなんて大嫌いだ。文平ごめん、戻ってこーい。トンボ、お前がやっているのはゴルフじゃない。ゴルフじゃない。ゴルフには必ずプレッシャーが伴う。なぜかパーを取りたい、寄せたい、飛ばしたいというタイと OB を打ちたくない、3パットしたくない、ダフりたくないというないの狭間で球を打つからだ。それはつまり成功によって得るもの、反対に失敗によって失うもの。それぞれ大きければ大きいほど人は緊張で硬くなる。それがプレッシャーだ。トンボ、得るものも失うものもなければ人はプレッシャーを感じない。今のお前のゴルフがそれだ。もう一回打てばいい。それはゴルフじゃない。もっともっとずっと礼拝どこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る
ンボにプレッシャーを感じるゴルフを経験させたい。いや、させてやらなければ。どうすれば。ゴンジー。うちの墓だ。せがれ夫婦も入っとる。トンボの父ちゃんとお母ちゃん。嫁さんをここに入れるのは反対されたがな。嫁さん側の親族に。トンボの心を踏みにじった連中じゃ。わしが一括して連れてきた。昨日の風で周りの墓の花は飛ばされちまってる。けどこの墓だけは。トンボが学校に行く途中に寄ったんじゃろう。あいつは毎朝のずみの花を欠かさない。島中でこの墓ほど幸せな墓はない。墓石が横になってるのは。空になった墓はああして石を倒すんじゃ。空？島を出た連中が墓守りをしきれないからと、お骨を島の外へ運び出した後だ。島から人が出ていくのは仕方がないことだと分かっちゃいても、魂まで持っていかれるようで寂しいことだ。もしトンボが島を出たらどうします？トンボは春には中学を卒業です。けど高校には行かない、島を出ないと言ってますよね。あなたもそれを望んでるんですか？わからん。ただトンボがいない生活なんぞ想像がつかん。どうした？ご機嫌斜めじゃねえか。昨日意外側ああ言ったけどさ、私にはよくわかんない。なんかさ、あの言い方さ、そりゃさ、意外側ゴルフうまいけどさ、まるで口尖らせちゃってまだ子供だな。ダメなもんか。お前のゴルフはすごいよ。いや、そうじゃないな。なんて言ったらぴったりくるんだろう。お前のゴルフはそうだな。俺は大好きだ。うちはいらないの。うちだっているか。いるも何も誰か連れてけ。トンボのゴルフをもっと見たい。ずっと見ていたいくらいだ。ただゴルフというのはプレッシャーなしではできない競技なんだ。競技？競うゴルフだ。プレッシャーを感じた中でやるからこそたまらなくワクワクする。それが本当のゴルフなんだ。俺はトンボにそれを知ってほしい。難しい話嫌い。トンボ、そのティーショットを海に入れたらゴンジーがいなくなる。だとしたらどうだ？それがプレッシャーだ。じゃあ打たない。ゴンジーがいなくなるの嫌だもん。いや、あくまで例え話で。打っていいから。そう、じゃあ打とう。なあトンボ、この刈り筋の幅から出ずに向こうのエッジまで歩けと言われたら。簡単じゃん。走っていけるよ。じゃあここから向かいの岸壁までグリーンの刈り筋と同幅の板が渡してあったとしたらどうだ？それでも走って渡れるか？たった一歩踏み出すのも大変だろ？なぜか？失敗したら失うものが大きすぎるからだ。普段どうってことないことがひどく難しいこととなる。それがプレッシャーだ。おい！
トンボ。おいトンボ俺は息子と向き合えなかった。ここで背中を向けたら、逃げちまったら俺は本当に終わっちまう。うわトンボ高所から落下すると水面はコンクリート並みに硬くなるって聞いたことがある。いってー、つま先を伸ばしておけばよかった。向こうまで走っても渡れるし、飛び込むことだってできるよ。イゴ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 私を助けに。てか泳げないんじゃん。なんで飛び込んだりするのよ。こっちのセリフだ。それはイガイガがめんどくさい話するから。何笑ってんの。プレッシャーを教えようと息巻いてみたが、トンボの価値観はいちいち俺を超越しちまってる。このままでいいのかもな。ゴルフを続けていればいつか必ずプレッシャーというものに出くわす。それまで待てばいい。変なの。それよりも今のトンボをこのまま丸ごと外のゴルフの世界に出してやればいいのかもしれない。あっけー。どうしてそんなに低い球とか高い球とか打ち分けられるんだよ。おお、ノーマルな構えからでも球の高低を打ち分けられるもんな。人差し指出して。え、こうか。いつもはこんくらいで握ってるんだけど、低い球を打とうと思うときはこんくらい。うお、強っ。高い球を打ちたいなってときはこう。おお、柔らけえ。そんな感じかな。え、かなってそんだけ？グリップの強弱でどうして高低がつけられるの？しんない。このままのトンボが、このトンボのゴルフが島の外に出る。たまらなく面白いことかもしれないな。なあトンボ、夏休みになったら本当のコースを回ってみないか。本当のコースって？ 18ホールあるちゃんとしたコースだ。パー72の。島にないよそんなとこ。鹿児島まで出りゃいい。いい、行かない。あ、これ結構寄る。こうやってピンの方を向いたまま打つの。ほら、そうだ。このまま両手で打ってみたら。いいかも。そっか、ピンを見たまま打つから寄るのかな。ピンを見たままと。惜しい。でもピンを見たまま打つと距離が合うぞ。もう一回。これだ。この素直なトンボの感性をなんとか島の外へ。イゴイゴ？すぐ戻る。その練習を続けていなさい。ったく気
急に腹に来やがった。はてな。何？猛烈にかゆい。たまらん、このかゆさ。あのトイレ使ったの？壁壊れてんのに。なんか一匹来たら次々飛んできやがった。あそこ島の人誰も使わないよ。あ、島田ラブユね。島ではブトと呼んでるわ。はあ。島の人間は耐性ができてるけど、外から来て慣れない人は発熱する場合もあるわ。はい、よし。ありがとうございます。しかしこのかゆさときたら。書かないで。え？かきむしるとそこから菌が入るの。跡も残りやすい。わかった？はい。無理です。手は一箇所だけ。お尻をいっぱい噛まれてるの。もうボッコボコ。ボコボコ見せて。まあいいです。見せられません。脱ぎなさい。薬を塗らなきゃ。塗るって誰が？私に決まってるでしょ。やだ、絶対やだ。外出されちゃった。トンボちゃんを島から？ええ、トンボのゴルフの才能は島の中に閉じ込めておくのはもったいないんじゃないかと。トンボちゃん島を出るかな？え？修学旅行も行かなかったぐらいだし。修学旅行？トカラの他の島の中学生と合同で島の外へ行くはずだったの。他にも職業体験学習で3日間鹿児島に出る学校行事があったんだけど、それもトンボちゃん参加しなかったわ。そこまで。はい、おしまい。悪いな文平。陽子さんに呼び出されて喜んで飛んできたのに、イガイガのケツに軟膏塗りとはね。お、誰です？可愛いですね。私の姪っ子。この子もゴルフが好きなの。すげえ。トンボって成績優秀なんですね。島の小中学校は生徒と先生の人数がほぼ同じだからね。そっか、マンツーマンの教育を受けられるのか。夏休みに入ったってことは中学卒業まであと8ヶ月と少し。それまでにトンボの気持ちを変えることができるだろうか。もうウェッジ持つとざっくりしかしねえだや。トンボ教えてくれ。教えてって言われても、こんなのほうきを吐くみたいに右から左にクラブを動かすだけだし。いるんだよ、そういうできない人間の気持ちを逆なでするやつ。逆なでって。トンボいつからそんな冷たい人間になり下がった？じゃあこの前面白い打ち方発見したからやってみる？面白い打ち方？こうやって目標を向いたまま打つの。あげー、無理無理。右手だけでなんか俺が打てるわけないだろう。だからこれを両手で打つの。これが寄るんだよ。なんかへんてこな構えだな。おお、ざっくりしなかったね。しない。どうして？なんで？しない。え？しないか。ざっくりは上からクラブを入れるから起きる。だがパターのように横から球にコンタクトすればリーディングエッジが突き刺さることはない。そして目標に体ごと向ければ左右の目と目標までの距離も同じになる。通常の構えでは左目が目標に近い、
体ごと向いた方が距離をつかみやすいのは当然。トンボはそれを理屈ではなく感覚で気づき身につけた。あ、意外が一緒にやろう。おうにしても味うなぎでも食って精をつけたいぜ。意外がうなぎ好きなの？おお、大好物だ。じゃあ行こう。どこに？おーいどうだ？大物ゲットだなや。おお、まさかこんなのがうじゃうじゃいるなんてな。大格闘の末ゲットだ。トカラってすげえな。今からセンターでさばいてかば焼きにする。食うのかこれ？おう、ごちそうするからみんなにも声かけてくれ。待ってるからな。一応声はかけてみるだや。正気かよあいつ。いただきます。どう？やっぱりトンボ、あの野郎。大うなぎ食ったって？艦長、大うなぎは最大で2メートル、20キロにもなる。日本うなぎとは種類が違うんだよ。そうだったんですね。美味しかったら島のみんなが取ってとっくにいなくなってるさ。ですよね。じゃあお先。大うなぎ、ブト、星空、トビウオ、夕焼け、ヤギ、雨柱、赤ひげ。この島に来てから俺は驚いてばっかりだ。でも一番の驚きはこんな島にゴルフコースがあって、そこでゴルフをやる女の子のそのゴルフが最大の驚きだ。この島は普通の価値観を超えちまってる。トンボを島の外に出す、これも普通の考え方じゃダメなんじゃ。発想を変えてみるか。って言ってもどう変える？俺の発想、俺のゴルフ、俺の。ああ、意外がなんかかっちょいい。文平とか島のみんなと違うぞ。意外がすごい。こんな球初めて見たよ。そうか。意外が意外があ、どこ行くの？トンボ？意
トンボ、お前が島を出ないというなら俺は火の島を出る。次回大井トンボ、沖縄からのライバル。意外が何も言わずに出て行って、今度会ったら絶対大うなぎ刺身で食べさせる。なんか寒気が船酔いしたか。さらば火の島なんちゃって、あさってには帰ってくるけど、島の外にトンボを連れ出すのは難しい。なら島の外から刺激を連れてくる。だがトンボの気持ちを島の外に向けるほどの刺激、そんなものあるのだろうか。意外がさん？陽子さん、どうして？仕事、トカラの巡回診療について鹿児島の大学病院で打ち合わせがあるの。意外がさんは？ああ、その給料も出たんで足を買おうかと。足？島の中を移動するのにバイクがあると便利かなって。よかったら私がバイクを買ったお店紹介しましょうか？あ、ぜひ。待ってろよトンボ。もっともっとずっとライハイどこまでも何もないようで宝物あふれ、潮風香る島で傷ついた羽を畳んで隠した、誰にも見えないように新たな出会いの一つ一つがこわばる背中を押してくれたんだ。ゆっくりでいい、寄り道したっていい、優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ、風とともに飛んでゆく、みんなと叶える夢の世界。もっとずっとライハイどこまでも。着いたわ。一番遠い島からだと10時間以上よ。夏だから明るいが、もしトンボが来年の春島から出てきたとすれば日が暮れてる。鹿児島市内の夜景はトンボには明かりの洪水だろうな。トンボちゃん、島へ来て以来市内へ出たのはたった1回だって聞いてるわ。島を出たことあるんですか？虫歯の治療だって。虫歯？だからそれ以来トンボちゃんすごくよく歯を磨くのよ。虫歯になってまた市内に出てこなきゃならないのが嫌だから。やっぱりトンボの意志は強い。それでもあのゴルフを小さな島に閉じ込めておけない。トンボのゴルフにはもっと大きな世界が待ち受けているはずだ。ショップの親父、陽子さんの紹介だって言ったら急に値引きしやがった。男ってのは愚かだね。どこかの学校のゴルフ部か。同じ年の若者とのプレーならば、負けたら悔しい、勝ちたいという競う心が生まれるかもしれない。それこそトンボに必要な刺激だ。だがこのレベルじゃ刺激になるどころかトンボのゴルフに圧倒されてしまう。トンボに刺激を与えるにはもっと段違いにうまいやつじゃないと。大変だな。
あちこち島のために俺ももうひと踏ん張り。探せ刺激。おかしいですか？市内に出た時しか美容室に行けないから。いやいや、似合います。ありがとう。夕方見かけた時と印象違うんでちょっとびっくりしちゃって。夕方？婦人科の病院の前であちこちの病院を回って大変ですよね。まあトンボちゃんと同世代のゴルファーは島に？いいアイデアだと思ったんですけど、結局これというやつはいなかったの？間違ってもトンボが勝つような相手じゃダメなんです。それこそ全国ジュニアレベルの。全国ジュニア？けど俺にはそんな知り合いもいないし。私の姪っ子覚えてる？ああ、覚えてます。結構うまいって言われてるみたいだけど。けど小学 1,2 年じゃ。今は中3。トンボちゃんと同い年よ。同い年？私はよくわからないけど、ついこの間九州ジュニアっていうので勝ったって。九州ジュニアで勝った？その姪っ子、この夏休みに島へ呼んでくれないか？おー、イガイガおかえり。オッケー、バイク買ったんか？ええ。鹿児島に上がってたんかい？おかえり。おかえり、イガイガ。おかえりなさい。おお、よう戻った。おかえりか。ずっと一人だった。家族が出て行ってからは。ようこさん。おかえりなさいませ。ただいま。さあ、荷物お持ちしましょう。いえ、大丈夫ですから。まあそう言わず、この文平に任せてください。おかえり。なんてことのない言葉、それが胸にしみる。ただいま。俺はこの島の人間になった。いや、慣れたんだ。トンボはまだ来とらんがね。おう、トンボ、お土産買ってきたぞ。パンをどっさりな。コロッケパンにピザパン、クリーム。ありがとう。いてー！なんだよ。トンボになんも言わずに市内に出かけたろう。え？ほう。おかげで大変だったんよ。イガイガが出てっちゃった。もう帰ってこないよ。イガイガが。みんなでなだめても泣きやまんでね。センターの南の部屋に家財がそのまんまなのを見て、ようやく出かけただけだと納得したんよ。トンボはああいう形で親を亡くしてるからね。大好きなもんが自分の前から急にいなくなることがことさら怖いんだがね。大好きなもの。もしかしたらトンボは何に？俺に？まあいや、何でもね。トンボ、ただいま。おい、全部食うなよ。私がもらったんだもん。全部やったわけじゃねえ。そのチョココロネは俺んだ。あ、おい。おいしい。悪かったな。黙って出かけて。あ、タンジー！あれ絶対怒ってる。孫泣かしたから絶対怒ってる。
トンボは何に父親を重ねてるのかもしれないね。私もイガイガみたいに飛んだらな。トンボ、いつもどっちの目で球を見てる？どっちって、両目で見るじゃん。左目で見てみろ。左目？片目をつぶる必要はない。左目で球を見ているという意識を持つんだ。やってみる。トンボはインパクトの前から顎先が球の飛ぶ方向を見る時がある。左の方に壁がなくなるんだ。左方が開けば左肩も開くし、下半身も緩む。そうなると左足が地面への杭とならない。クラブヘッドの加速が鈍る。だが左目で球を見るように意識すれば顎先は流れない。左の壁ができる。おお、なんかいつもより飛んでるって普通すぐに結果出すか。イガイガさん、姪っ子が島に遊びに来るわ。島にゴルフコースがあるって話したら回ってみたいって。いつ来るの？明日のフェリーで。つぶらちゃんだっけ？緊張するな。島に同級生なんてずっといなかったし。つぶらもトンボちゃんに会うの楽しみにしてたわ。島の外の空気をまとって、その上九州ジュニアも取った子だ。きっとトンボの刺激になる。あれ？みんな降りちゃったみたいよ。どうしたんだろう。船に乗り遅れちゃったのかな。でも確かにこの船に乗ったって。まさか。やっぱりつぶら。つぶらって。じゃあこの子がつぶらったら。うわあんたがトンボちゃん？ゴルフやるんだって？私もゴルフ大好きなの。なんで荷台なんかで寝てたのよ。周りの人のいびきがうるさくてさ、どこかいいとこないかなって探してたら、この軽トラめっけてちょうどベッドみたいだったし。つぶらちゃんワイルド。いや、そんなこと。キャリーバッグ、船の中に置けった。命より大事な私のクラブが。大丈夫、連絡して取っておいてもらうから。あ、そう。あ、そうってあっさりだな。気が入れたバッグも持ってかれちゃった。私の貸してあげるから。無理だし、パンティーのゴム伸びちゃうよ。つぶらちゃんって面白い。よく言われる。沖縄の海も青いけど、トカラの海も青え。沖縄。つぶらも私も沖縄の小さな村の出身なの。一番近い町の練習場まで車で40分はかかるかな。だからつぶらは村営のグラウンドや家の前の砂浜で球を打ってゴルフを覚えたんだって。もちろん今はちゃんとした練習場でコーチに習ってるらしいけど。おお、トンボ飛ばしや。つぶらもやるなんかトンボに刺激を与えるというよりは完全に同類じゃないか。よし、腹も膨れたし行こうか。どこに？コースあるんでしょ、ここ。うわー、何このコース。超かっけ
か。なんでクラブ2本？私こんだけしか持ってないの。マジ？ああ、マジ。先打つよ。トンボどこ向いてるのさ。フェアウェイはそこだー。何今の、もしかしてわざと？そうだよ。はい、つぶらの番。何このアイアン 3？ ヘッド薄っ、フェース小さっ、ショットカット。にぎやかな子だな。行ってみよう。 T は持ってない。まあ行ってみますか。よし。おー、なんかかっちょいい。ルーティーンが出来上がっている。九州ジュニア優勝の実力、どれほどのものか。超コンパクトトップ。ダフっちゃった。やっぱ無理だわ、これ打てないよ。私アイアンは6番からしか使ったことないし。じゃあ他のクラブ使う？小屋に島のみんなのバッグがあるよ。これにする。私のセットに一番近い組み合わせさ。ああ、文平の。あれ？ T ショットは打たないの？もう打ったさ。次が2打目じゃん。もう一回打ち直せばいいじゃん。そんなのゴルフじゃない。ボールは浮いてて風はアゲインスト。直ドラ。さっきダフった時地面が超硬かった。沖縄のコースより硬い。低い球でも勝手に転がっていってくれる。球を上げなくていいんだったら。右かかとが浮いてる。いや、浮かせたんだ。さっきと同じ高さ。3クォーターショット。ドライバーで。やったー。つぶらってこっからここまでしか振らないんだね。なのにバビューって。私はオール3クォーター。これで日本を取るの。日本？そう。コーチが3クォーターショット1本を極めれば日本のてっぺんは取れるって。その後のフルショットは世界を取りに出るとき覚えればいいって。世界？トンボと同い年で世界を口にするか。あとちょい。あんな板チョコみたいなクラブでよく打てるな。さっきなんで右かかとを浮かせたんだ？またダフったらかっこ悪いからさ。ゴロでもいいから絶対クラブを上から入れようと思って。右かかとを浮かせたままテイクバックすれば右サイドが高く保たれ左荷重になるから、クラブはまず上から入る。煽り打ちだけは避けたい時には確実な方法だ。つま先上がりか。残り約110ヤードってとこだ。ありがとうございます。じゃあ8鉄。本来ならここはピッチング。2つも大きい番手を選んだ。大きめの番手で小さく振る。それがつま先上がりの第一歩と言っていい。クラブの来角を平地と同じ状態に。そしてハンドアップ。平らなところと同じ振り。これなら球はよじれない。なんで？どうして？ドライバーの時と全く同じ振りなんだもん。なのにまっすぐ。すごいよ、つぶら。スイングはどのクラブでも一つで同じでしょ？嘘！私は1
嘘！もしかしてこの二人は。よーし、薄作りで行ってみようか。すごいよトンボ。けどここは転がしでしょ。上げる意味がわかんない。でも向かい風だから上げたらスピンが効いてすぐ止まるから面白いと思って。ドッピタッって何言っちゃってんの。パーをキープするには転がしでしょ。それが一番確率高いっしょ。パーをキープ？わかんないけど、じゃあもう一回。次は転がそっか。ぶつ切り。一本のクラブを開いたり閉じたり、私なら何本も使うのに。でももう一回はゴルフにはない。それはゴルフじゃないさ。いいぞ、いいかもしれない。4時、いや3時だな。まだお昼だよ。ラインの読み方だよ。玉とカップを直線で結んで、一番手前の縁を6時、一番奥を12時って時計に見立てるの。ここは結構大きなフックライン。カップの入り口は3時。そんな風に読めばラインがイメージしやすいさ。あんな風に考えてゴルフするんだって。よし、行け。あだー、パー逃したさ。入ると思ったけどな。オッケー。ごめん、プロに OK はないから。プロ。もう一回打てばいい。それはゴルフじゃない。プロに OK はないから。意外がいきなりだけどしりとりしよう。ほんといきなりだな。私から三鉄。つまようじ。時差。サンドウェッジ。次回多いトンボグレートワンパターン。ははんがついた。トンボの負け。あれ、もっともっとずっとライハイどこまでも何もないよ
寄り道したっていい優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ風と共に飛んでゆくみんなと叶える夢の世界もっとずっと Fly high どこまでもとひゃーすんごいホール。やや左からの向かい風だな。175ヤード。三鉄でこの風じゃ届かないさ。私が借りてるクラブ使えば大丈夫。え？この距離でピンを直接狙うの？いや、トンボの左鎖骨は岬の右端。しかも上空ではなく3番ホールのティーイングエリアを指している。かぶせた。ミスった。トンボの狙いはローフック。あー、ちょっと大きかったか。てっきりシャンクしたと思ったさ。どうやったらあんな低い球を？豆腐を切るっていうか。豆腐？玉を豆腐だと思うの。で、ここが包丁。思いっきり低い球を打ちたいときは包丁を玉の真ん中よりほんの少し下に入れて玉の半分ぐらいを切り残しちゃうの。よくわかんないけど、なんかすっげえ、なんか難しい、なんかかっけえ。2だな。 2？ 芝が横に流れる角度だよ。風がなければ真下に落ちる。30度くらい斜め下に流れたら1、60度くらいなら2、真横だと3。へえ。じゃあクリークかな。175ヤードで風が2のアゲンストだったら私はクリークを使う。低い球を打ったりしないの？しない。トンボみたいに風と喧嘩もさせないで風に任せる。少し左にスタンスをとって普通に振る。175ヤードはグリーンセンターまでの距離だ。ピンポジは左手前だから実際は165くらいだぞ。私のピンは175です。私のピン？コーチの教えなの。ピンを中心にグリーンを4分割して一番広いエリアの真ん中にマイピンを立てろって。私7番アイアンより大きなクラブはマイピンしか狙わない。ピン方向へ飛んでった。風で流されるからマイピンに行くって計算。ちょっとこぼれちゃった。思ったより流されたさ。スイングは3クォーター1本。変えるのは番手のみ。風任せ、振りに細工はせずクラブに仕事をさせる。何も変えないことを良しとする愚直のゴルフ。グレートワンパターン。ゴルフは迷いのゲーム。ゴルファーは常に選択を強いられる。引き出しが多いほど迷うことになる。ゴルフの実力は技術だけじゃない。考え方にその差がある。選択肢を極力削ぎ落とし、ゴルフを徹底してシンプルに考える。教わったことを信じきれるつぶらは真から素直であり、それが最大の強さなんだろう。これまではグリップが左手を斜めに横切るように通常の握り方をしていた。左手を縦に通すように握れば肘からクラブまでが直線となり、
前腕とシャフトに角度がつかない。肘から先を一つの平面上で動かすことができる。体の動きにヘッドが同調し、パターのようにクラブヘッドを低く吐くように動かせる。来た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 。惜しい。でもナイスパー。ありがとう。決して難しいアプローチではない。でも極力ミスが出ないよう細かいところまで技術を研いでいる。こっちからは難しくないからね。いや、難しいアプローチを残さないように初めから計算していたんだ。中3ですでにバリバリの競技ゴルファーなんだ。抜こうか。お願いしま意外がつぶら怖がってるよ。いや、気にしないでつぶら。意外がっていつもそうだから。次は私のよし、これで2ホール終わって1オーバー。トンボに並んださ。相手のスコアを常に意識して回る。勝ち負けにこだわっている証拠だ。トンボはまだホールアウトをしていない。わからないんじゃないか。あのバンカーは今日のこの状況で一番行っちゃいけないところ。寄せようがない。反対側のバンカーなら入れてもまだ OK だけど。全部わかってやがる。バンカーからピン方向にグリーンが下がっている。その上ピンは近い。何より風。バンカーからピンまでもろにフォロー。球は押されスピンはほどける。止まらない条件のオンパレードだ。ただ三鉄でバンカーショットをこなすトンボがウェッジを持っている。あんなに短く握って。フェースが自分の顔を向くほど開いて、どれだけ振っても10ヤードと飛ばない構えだ。砂をめっちゃ薄く取った。こんなバンカーショットの音聞いたことない。ゾンビ。強烈なバックスピン。そうか、あの左膝。インパクトの瞬間、左膝を球の飛ぶ方向と逆に入れヘッドが走った。それによってより強烈なバックスピンがかかった。そうとしか考えられない。あんなオーバーしちゃったか。嘘。パーチャンス。私だったらバンカーからの脱出を優先させて開始のアプローチがしやすいところだけを考える。競技ゴルファーなら常に次を考える。でもトンボのゴルフは遊びだ。失敗したらまた打てばいい。ギリギリの綱渡りを楽しむゴルフだ。やったー。ナイスパー。2番はあんな低い球打ったのに。風に乗れ乗れ。結構飛んだぞ。本当にわかんないよ、トンボのゴルフは。このコースはこれが最終ホール。トンボに1打負けてる。絶対に追いつくさ。勝ちたい、負けたくない。タイとないを知っている。まさに競うゴルフだ。対して頑張れ頑張れツップラー。プレープレー。やりにくいな。女子でも2オンの可能性はある。その欲がスイングに現れるか。いつも通りの3クォーターのトップ。インパクトからフォローにかけて強くリリースした。あ、勢いあるぞ。伸びろ、届け。よし、トンボ絶対に追いつく。見事なグレートワンパターン。あくまでスイングのメインストリームは変えない。だが
振りの幹を変えずともグリップの握り方やヘッドの跳ね上げ、枝葉を持ってる。それも驚くほど枝先を研いだ枝葉だ。つぶらの玉、あんなとこまで。なんか負けたくない。あのトンボが負けたくないと。よーし、私も飛ばしてやる。この打ち方たまに当たるとすっごい飛ぶんだけどな。1打プラスで次は3打目だぞトンボ。じゃあ今度は一本足打法。当たった。いっけー。なんなのよ、ほんとわかんないさ。距離的には十分に届くけど。さてどうする。同い年のゴルファーが100人いたら100人がウッドで2オンを狙うだろう。9鉄引いた。これがつぶらの凄さだ。え、2オン狙わないの？どうして？なんで？左のバンカーが怖い。入れたらまず3打はかかる。ドキドキすることはしない。それは心がやめろというサインを出している証拠。それがコーチの教え。左のバンカーに入れたらその時点でバーディーチャンスは消える。刻んでもバーディーチャンスがなくなるわけじゃない。大切なのはチャンスを残すこと。隣のホールに？なんで1番ホールにピンまであんなに距離を残して。トンボの4打目より先に私が3打目を打ちたかったの。トンボはアプローチがうまいからさ。もし先にピタッと寄せられちゃったら1打負けている私が追いつくにはバーディーが絶対になる。そこまで計算してたのか。それって私の3打目にプレッシャーだもん。ゴルフは後から打つ者の方がプレッシャーがかかる。相手が先に打って外してもこれを入れたら勝ちだというプレッシャーに駆られる。逆に相手が入れた場合これを入れないと負けが決まるとなる。だが自分が先に打つ場合はもし外したとしても相手も外せばというチャンスが残る。自分のプレー以外にも結果を決める要素がある分プレッシャーも軽い。9時から3時、ほぼ左から。残り80ヤードってとこだろう。ありがとうございます。こっちから見ればピンはグリーンの一番奥。ピン左にバンカーに沿った傾斜。狙いは当然ピンよりも右の面になる。どこにマイピンを設定してくる。トンボの次の寄せが厳しいことを考えれば何が何でもバーディーで上がらなくてもいいと思っているはず。狙いはピンの2本右か、それとも4本右まで保険をかけるか。つぶらすごい。トンボのゴルフは何が飛び出すかわからないびっくり箱のようなゴルフ。もしかしたらアプローチを寄せてくるかもしれない。だったらこっちから取りに行く。先に打つ者の特権を知っている。自分からプレッシャーをかけに行った。ほんじゃ私の番ね。このアプローチすっげえ難しい。バンカー周りの傾斜がピンのすぐ近くまでかかってる。球を止めようとすれば傾斜を越えてすぐのところに落とすしかない。とすればロブショット。けど
球を上げれば上げるほど今のドフォローの風に押されてバックスピンがほどける。2打で上がる最善の方法は傾斜を避けてピンの右に止めて長めのパーパットにかけるしかない。ピンの右に逃げるなら転がしてくる。ピン筋に来るならロブ。お、球を右足の外にセット。転がした。次のパット勝負に出たか。ベースを開いた。今度は何をするつもりトンボ。まさかトントン9のローブレーキボール。ローブレーキ。3バウンド目がピンの根元。そこで止まる。2バウンド目でそれなければ。止まってた、間違いなく。ありゃまあ、もっと回ろう。負けたトンボが。ああ、さすが九州ジュニアのチャンピオンだ。はあ、あのトンボが負けるなんて初めてだよ。私のクラブよかったねつぶら。今日もいっぱい回ろうね。もち。トンボはつぶらに負けて何を感じただろう。つぶらはどれだけの刺激を与えてくれるんだろう。はい、お弁当。おにぎりたくさん入れておいたわ。ありがとう陽子おばさん。お姉さん。はい。気をつけて登るのよ。おたけは結構傾斜もきついから。完全に置いてかれてるじゃん。次のフェリーで。うん、帰るよ。再来週に日本ジュニアがあるから準備しておかないと。日本ジュニアって？中高生の日本一を決める試合さ。日本一。トンボはジュニアの試合とか出ないの？出ないよ。もったいないよ。もったいない？トンボならいい成績出せると思うけどな。ゴルフでいい成績出してどうすんの？トンボっておかしなこと聞くよね。あと少しってどんだけ登らせやがんだ。着いた。おー、すっごいでしょ。地球って丸いんだよ。海の上に立ってるみたい。海のてっぺんにいるみたい。この海の向こうにはアメリカもあるんだよね。アメリカ？ゴルフの世界一の舞台。私はいつか必ずその舞台で勝つ。それが私の夢。見る夢じゃなくて叶える夢。トンボの夢は？夢？どんな自分になりたいの？どんなことを目指すの？私はこの島にいる。ずっと？何するの？何って。ただ島にいるだけ？それがトンボの夢なの？そんなのってつまらないじゃん。トンボのこれからの人生何もないじゃん。この島には何だってあるよ。トビウオ、赤ひげ、大きなヒラアジ、ヤギもトカラ馬も何だってあるよ。夏に海が本当になぐとね、浅瀬の海面が鏡みたいになるの。真っ黒な夜のその鏡に天の川がくっきり映るの。いつまでも眺めていられるあんな素敵な景色、世界中どこに行ったって見られない。つまらなくなんかない。私はここがいいの。死ぬまでここで生きていくの。ここがいいと思い込もうとしているんじゃないの？もっと違う世界があることを認めたくないだけなんじゃないの？もっと素敵な景色があるかもしれないじゃない。私はゴルフでそれを見てみたい。
酷なことをトンボにしようとしてるのかもしれない。島にずっといたい。それがどれだけいけないことだと言うんだろうか。おお、今日は早いんだな。漁に出たら翼が舞っとったからな。翼が舞う？海鳥が雲の上まで登って飛ぶことだよ。用心しとけ文平。でも予報じゃ大陸の方に抜けるって。夕日の焼けも変じゃ。じきしける。来るぞ。来るって何が？のんきだな。島の人間になったんだから天気予報ぐらいチェックしとくだや。でもつぶら次のフェリーで沖縄帰るって。帰れんかもしれんな。幻ってどういうイメージある？そうだな、めったに見られないとか貴重なとか。ああ、意外がない顔とかね。え？だっていつも怖い顔じゃん。次回大井トンボ幻のホール。じゃあ見せてやるよ、最高の笑顔。にん。何そのリアクション。奥へどうぞ。毛布はご自由に。やっぱコンジーの予報は当たっただや。準備しといてよかった。簡易ベッドはお年寄りの方からお使いください。台風は進路を東寄りに変え、奄美諸島を暴風域に巻き込みながらゆっくりとした速度で北に向かっています。台風がスライスしてきた。お、もう大丈夫だった？うん、沖縄も台風よく来るから。フェリー来ないかもね。台風が過ぎてもうねりが残るから。日本ジュニアがあるのに。何すんの？練習。トンボもやってみない？素振り。もっともっとずっとライハイどこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る島で傷ついた羽を畳ん
つがこわばる背中を押してくれたんだ。ゆっくりでいい、寄り道したっていい、優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ、風と共に飛んでゆくみんなと叶える夢の世界、もっとずっとライハイどこまでも行くよ。ワンスイングに1分かけてゆっくりと振るの。1分？ ゴー！スイングのスタートでいきなりクラブをインかアウトに引いていないか、きちんと左肩がついてきているかチェックしながらゆっくり丁寧に。ハーフウェイバックでシャフトが地面と水平になった時、飛球線とも平行になっているか、リーディングエッジは上体の前傾角度と同じになっているか、左腕が地面と平行になった時、左右の肘の高さが大きく段違いになっていないか。結構きついかもこれ。切り返しは下半身で引っ張る。でも上体はできるだけその場に置き去りにしてゆっくり。下ろすのもゆっくりなの？右肘の角度、トップでできた角度を保って、そのままハーフウェイダウンまで来たら右肘のリリースを開始。上体は突っ込んでいないか、ゆっくりインパクト。手元がアドレスの時より浮きすぎていないか、体の近くを通っているか、上体の前傾を簡単にほどかない。飛球線とも平行になっているか、前傾を変えない。フィニッシュ。バランスよくピタリ。わっつー、これ何回やるの？50回。1時間近くかかるじゃん。うん。グレートワンパターンのスイングを支えているのはこれだったのか。私今年の日本ジュニアどうしても取りたいの。中学生の部で優勝したら来年以降は高校生の部で優勝する。優勝？そうすれば注目される、名前も売れる、プロの試合への推薦出場が増える。そこで高校生のうちに試合に勝ってそのままプロ入りするの。つぶらはゴルフを武器に自分がどうなりたいのか強いビジョンを持っている。電線が風で切れたな。すぐ次も持ってきますから。手伝うよ。すごい、本当に50回。この島に来てからも1日も欠かさずやっているわ。ありがとう。なんでここまで？もう何年もずっと古い軽トラに乗ってるの、私のお父さん。錆だらけ、荷台は穴が開いてる。子供にゴルフさせるのってお金かかるんだよね。私絶対ゴルフ上手くなるの。お父さんに豪華な車買ってやるの。お父さん、つぶらもつぶらも。じゃあ打ってみるさ。村の運動場で練習するお父さんにくっついてゴルフで遊ぶようになったの。うちはパイナップル畑を持ってたけど経済的に余裕があるわけじゃなかった。でも私はゴルフにすっかり夢中になってて。お母さん、つぶらも自分のクラブでいっぱいゴルフやりたいな。
ほれつぶら新しくなくてごめんな。でもお父さんの使うクラブなくなっちゃうじゃん。父さんはいいんだ。その頃からお父さん他の仕事も掛け持ちしだしたんだ。中学に上がる頃、私は沖縄のちっちゃな大会に出るようになって、会場までいつもお父さんは軽トラで送ってくれたけど、私はそれが嫌でしょうがなかった。今日は絶好のコンディションさ。これならつぶらのスコアも。ゴルフ場近くで降ろして。優勝はアダニヤつぶらさんです。練習場にもっと毎日通いたいの。しばらくして本当に毎日練習場に通えるようになって、球は好きなだけ打てた。プロがコーチについてくれて結果も出るようになった。沖縄ではどの試合に出ても私を知らない子はいないくらい。ここでいいってば。また勝つことができました。これもコーチと毎日好きなだけ打たせてくれる練習場のおかげです。ありがとうございます。俺が教えてるのはお前の才能を育ててみたいという勝手な思いからだ。だけどな、お前が存分に球を打てるのは練習場の行為じゃない。この通りです。娘に腹いっぱいゴルフをさせてやりたいんです。子供は夢をたらふく食べりゃいい、それが仕事だ。こんな情けない親ですが、そう思ってるんです。お父さんは毎朝早くここに来て、前の日にお客さんが打った球を全て拾い、打席の掃除もしてくれている。その代わりにお前にタダで打たせているんだよ。私、お父さんが布団で寝ている姿を見たことない。この辺で降りるか。いい。クラブハウスまで送って。ごめんな、ボロボロの車で恥ずかしいよな。なんで謝るの？謝るのは私の方なんだよ。わがままばっかりで。お父さん、私必ず優勝してくるから。ずっと勝ち続ける。笑う子がいたら黙らせてやるから。送ってくれてありがとう。行ってきます。ゴルフってお金かかる。でも誰よりも上手くなればたくさんお金も稼げる。私はびっくりするくらい稼いで親孝行したい。何かしてもらうばかりじゃなくて。トンボは例えばゴンジーに新しい船を買ってあげたいとか思ったりしない？よかった、フェリー欠航しなくて。気をつけてね。お父さんたちにもよろしく。正直寂しいよ。もっとつぶらとゴルフしたかった。トンボはもっとゴルフをやるべきだと思う。つぶら。トンボがもっと本気でゴルフをすれば。本気ですれば化け物になるかも。私叶わないかも。つぶら？トンボとはまた会える。何度だって。何度だってこれね、島の100歳を超えたおばあさんが荷造り用のビニールで編んでくれたの。草履のマスコット？一歩ずつの草履。これを持っていると夢に確実に近づいていけるって島では言われてるの。私に？つぶらの夢が叶いますように。私が片っぽ、つぶらが片っぽ。ありがとう。私もトンボに受け取ってほしいものがある。
私が一番長く使ってきたクラブ。メーカーさんからクラブ提供を受けられるようになった後もこれだけはずっと手放せなくて。私ウッドは大事にボロボロにして。2本のクラブだったじゃないか。つぶら、また1本増えちゃった。ねえゴンジ。ん？新しい船とかって欲しい？船？ピカピカのやつ。そりゃ漁師だからな。だがわしももう年だ。新しい船があってもいくらも生きちゃおれん。無駄になるだけ。そんなこと言わないで。ゴンジーが死んじゃったら私どうすれば。まだゴンジーに何もしてあげられてないのに。わしが死んだらどうやって生きていくんだ？トンボは何をして生きていくんだ？何をしてって。長いや。右に行っちゃった。アイアンはシャフトより後方にフェースがある。ウッドは前方。ウッドの方が早くインパクトが来る。その分フェースがスクエアに戻りきる前に当たることになりやすい。道具を使う球技はいくつもあるが、いずれも道具は一つ。14本もの道具を駆使しなければならないのはゴルフだけ。そこに難しさがある。また高い。今度はスライスしない。たった1球でアイアンとウッドのサイも調整しやがった。すぐ止まった。それがクリークというクラブなんだ。つぶらはいいクラブを与えてくれた。キャロウェイの初代スチールヘッド。20年以上前のクラブだが、未だに愛用する人がいるくらいの名機だ。アイアンはフェースの下っ面で打つクラブだ。ウッドはフェースの上下を使い分ける。フェースの上下？アイアンしか打ったことのないトンボは下っ面で球をさらう癖がついている。次は上っ面で打ってみるんだ。うん。太陽まで上がっちゃった。さっきより飛んでる。それにどんどん転がる。飛距離が欲しいときは上っ面だ。じゃあウッドの目いっぱい下っ面で打ったらどんな球が出るのかな。打ってみろ。ホップした。すぐ止まった。重心よりも下でヒットすればバックスピン量が増えるからな。飛距離よりもピンポイントに球を止めたいときは下っ面だ。これ面白い。そう、知らない世界を知る。それって面白いんだよ。これからクリークは高いティーアップで打て。高いティーアップ？条件は2つ。低いライナーボールを打ち、ティーを飛ばさないこと。無理だよ。貸してみろ。全然浮かない。ティーがこれっぽっちも動いてない。どうして？フェースの下側をティーに触れさせず、フェースの上っ面に球を当てれば今の球が打てる。無理だよ。フェースの厚さがもっと薄くないと。ハンドファーストにしてロフトを立てた状態で球に当てればいい。
ハイティからのライナーボールはこれで実現できる。これこそが本物のインパクトだ。本物のインパクト。なんだ、島の資料か。ん？これコース図。やっぱり T が飛んじゃう。でも飛ばさないで撃つと途中で弾が上がっちゃう。これこそが本物のインパクトだ。これができたらこの先どんなクラブを持とうが生きた弾が撃てる。弾を押せる。難しいことはよくわかんないけど、私もあんな弾を撃ってみたい。イガイガと同じ弾を撃ってみたい。1番ホールが4番に？あ、1番のティーイングエリアから2番のグリーンまでを結んで、いや、こいつは2打目がべらぼうに難しいパー5だぞ。3番ティーから1番グリーンに向かって打つ5番ホール、6番ホールは韓北越えのティーショットと海沿いに打っていくルートを選べるのか。面白い。ああ、いたいた。館長、これって誰が考えたんですか？イガイガ、つぶらでツバメボール打てるようになったよ。つぶら？つぶらにもらったからつぶら。なるほどな。まだ30球に1回くらい T 飛ばしちゃうけどね。練習を始めてまだ1週間なのにもうそこまで。本物のインパクトができるようになったかどうか確かめるのに最適な場所がある。どこ？新しいコースだ。もしかしてここから1番グリーンに？ああ、5番ホール225ヤードだ。面白そう。5番ホールってことは4番ホールもあるの？ああ、ホールの組み合わせを変えて6番ホールまである。すごい。イガイガが考えたの？いや、それはコースを設計した人が置いてったアイデアだよ。こうすれば6ホールになるぞって。あのコース、島のみんなで考えて作ったんじゃなかったんですか？作ったのはそう。でも設計はクタさんが一人でやったんだ。イガイガ？ああ、すまん。それよりトンボ、この5番ホールどう攻める？向かい風だし球を上げちゃったら全然届かないよね。ピンは右奥。トンボがやってきたことを試すには絶好のロケーション。一番いいのはブーメランフックだけど、落ちてからゴロゴロって転がるし、丘がデーンと座ってるからな。左側から行くしかないよね。そうするとグリーン左のバンカーががぜん効いてくる。海からのアゲンストの風を考慮し、ローフックを丘で封じ、左に逃げすぎた球はバンカーで罰する。だが左のバンカーからのローフェード、それを打てた者には花道を大きく開いて待っている。コースの方が打つべき球を要求している。計算し尽くされた方。どう見てもプロの設計だ。頼んだよ、つぶら。女子の力ではフロントエッジまで球を運べれば上等だろう。ペースの上っ面で球をさらった。ツバメ旋回。やった。おお、入れ入れ。あじゃあいちいち俺の想像を裏切ってくる。このホール最高。誰が考えたのこれ？クタさん、ぜひ会ってみたい。それがね、この島は都会すぎる。
もっと田舎がいいってトカラの別の島へ移ってしまったよ。この島が都会？会いに行こう。このコースを考えた人に一緒に行こう。トンボ。私、水平線を見てきた瞳、波音を聞いていた耳、潮風に吹かれてきた体、ゴルフって本当に不思議、自然の中でレッツスイング、何をするのも自分で決める、言い訳なんかできない、だから面白いね、トンボが羽ばたく、目指すカープはみんな同じでも、打ち方いろいろ泥だって構わない、まっすぐな球は素敵かもしれないけど、私には似合わない、楽しくワクワク受ければいいんだ。意外がこれから会いに行く人、なんていう人？クタさんっていうそうだ。それあだ名だよね。名前は？知らない。名前も知らずに会いに行くの？失礼だな。次回大井トンボ、いざ悪歴島へ。トンボ、俺の名前は？意外が。お前も失礼だろうが。トンボを悪歴島に？俺が責任持って連れて行きます。お願いします。お前はトンボを島の外に出したいのか？はい。トンボだっていつかは自分の力で生活していかなきゃなりません。この島にいればトンボに食いっぱぐれはない。わしが死んでもみんなが助けてくれる。生活のことだけ考えればこの島に居続けた方がはるかに安心だ。せがれ夫婦が死んで鹿児島からこの島にトンボは来た。だがこの島が最終目的地ではないのかもしれん。島から島へと渡る蝶のようにな。トンボも飛んでいくべき地は他にあるのかもしれん。羽についた傷も精一杯飛んで生きてきた証なのかもしれんな。飛べる羽があるならトンボも飛べばいい。トンボは今変わり始めています。自分から変わろうとしているんです。俺はそこにかけたいんです。もっともっとずっと礼拝どこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る島で傷ついた羽を畳ん
トンボ、明日の朝悪力島へ行くぞ。本土に出ようってんじゃない。同じトカラの島じゃないか。でも火の島じゃない。小さな一歩を踏み出すのが怖いかもしれない。でも本当に怖いのは俺みたいに後悔することなんだ。俺は元プロゴルファーだ。もっと。お前にだけは正直に言おう。シーズンの終盤、翌年のツアー出場権をかけた試合、その最終日の話だ。スコアに手心加えろっていうのか、俺に。俺この試合を落とすと。相談してきた後輩はプロとしてデビュー以来弟みたいに可愛がってきたやつだった。バカ言え。五十嵐さん。俺はすでに余裕のある位置につけていた。それで恥を忍んで頼んできたんだろう。よし。奴は子供も生まれたばかりで焦っていた。よし。おいおい。なんとか出場権取れそうです。よかったな。ありがとうございました。おかげで助かり。よせって、そんなんじゃない。後輩からまとまった金額が振り込まれていた。礼金のつもりだったらしい。俺は元より金を要求する気なんてなかった。だがその金額を見た時、一瞬このまま受け取ってもいいんじゃないかと。俺も決して安定した生活ができているわけじゃなかったんだ。1週間悩んだせい、俺は金を返した。しかしお金のやり取りがプロゴルフ機構に露見した。俺と後輩は協会を追放。これがきっかけになり、妻と息子は家を出て行った。でもお金は返したんでしょ？1週間手元に置いた。それは事実なんだ。すぐに返していたら、いや、受け取ってもいいんじゃないかと思ってしまったんだ。申し開きはできなかった。自分の中にあった弱さ、軽率さが原因なんだ。意外が。俺はゴルフと家族を、何よりプロとしての誇りを失った。それでも人間っていうのは腹が減るんだよ。それがおかしくて。食うために仕事を探し、ある島の開発センターの管理人募集を見つけたんだ。俺は島に渡り、そこでとんでもないゴルフの才能に恵まれた女の子に出会ったんだよ。なおトンボという。俺はトンボにもっとゴルフを知ってもらいたい。ゴルフは知れば知るほど、上手くなればなるほど楽しい。その楽しい気持ちを途中でなくしたのが、いや、自分から手放してしまったのが俺だ。あんなに好きでたまらなかったゴルフを俺は自分から貶めてしまったんだ。トンボ、お前には俺みたいな思いを味わわせたくない。後悔をしてほしくないんだ。意外が帰ろっか。明日港で待ってるからな。トンボちゃん。
陽子ね。つぶらが日本ジュニアで優勝したって。大したもんだ。つぶらすごいな。トンボに伝えてって。一歩ずつの草履のおかげだって。つぶらはなりたい自分に一歩ずつ近づいてる。私はたった一歩を踏み出すのにさえうじうじしている。来ないか。乗船の方どうぞ。トンボ。トンボ、行ってこい。トンボちゃん。悪歴島までは3時間ばっか。よく勇気出しただよ。あのトンボが島を出る。ああ、傷ついた羽でもまだ飛べる。クタさんはゴルフを愛してる。好きなんじゃない、愛してるんだ。外見はいつもヨレヨレクタクタの格好だけどね。それでみんなクタさんと。そもそも本人が名乗ったんだ。自分は世俗の赤に多くまみれた人間。赤に多いと書いてクタと呼んでくれってね。火の島に来る前はゴルフ専門のカメラマンだったそうだよ。アメリカや日本のゴルフ誌に写真を提供していたらしくて。まあ我々じゃそういうのピンとは来なかったけど、そこが逆に気に入ったみたいで。お前らはゴルフ創世記の羊飼いと一緒だ。純粋に玉っころを穴ぼこに入れるのを楽しんでるって。確か世界のベスト100コース選考委員とか言ってたな。そんな人がなんでまたトカラに？変わっててね。隠遁生活が夢なんだそうだよ。世俗から最も離れたところで老後を送りたいんだと。だから火の島よりもっと小さな悪歴島に。それも集落から離れたところにいて携帯もないから連絡のしようもない。はあ、島に行ってから探すしかないね。そりゃ大仕事だ。だが訪ねる価値はあると思うよ。世界中のコースを見て回った経験からコース設計に興味を持ったらしくて火の島にコースを作った。悪歴島にもね。1ホールだけとても難しいパー3を作っているらしい。小さな島に小さな難しいホールが一つ。こんなワクワクすることあるか。降りたのは俺たちだけか。意外が。ん？悪って とにかくだ。クタさんのことを聞いてみなきゃな。大丈夫かな。ちょっとお尋ねしますが、
はいはい、何でも聞いて。おいおい、お嬢ちゃんが怯えてるじゃねえか。おめえ笑ってても地顔がおっかねえんだよ。うるせえ。クタさんという方をご存知ないでしょうか。クタさん？ああ、だからクラブ持ってんのかい？知ってるんですか？なあ、ちょうど島の反対側に住んでいる。一人でな。道を教えていただけませんか？お会いしたいんです。教えてもわかんねえよ、あっこは。俺が連れてってやるよ。あと少し待っててくれたら仕事終わっからよ。ありがとうございます。火の島からいくつだい？中3です。ってことは来年の春には島を出るわけだ。お嬢ちゃんはゴルフが好きなんだ？はい、好きです。おい、着いたぞ。着いたって？ここがクタさん家の入り口だ。これ？入り口？ここをずっと行けば家がある。ありがとうございました。おうよ。行くっきゃないよな。うん。どこまで行きゃいいんだ。うわっ、なんだよ。何かいる。もしかしてクタさんです。悪歴島にもいるんだね、ヤギ。これがクタさんの家らしいな。ごめんください。失礼します。ヒッコリーシャフトに顔巻きグリップ。どれも100年以上前のクラブだ。綺麗。セントアンドリュース、夕暮れ。いや、朝焼けだな。どれもテレビで何度となく見たコースなのに全く違う印象だ。誰だ？お前らこの島のもんじゃねえな。あなたがクタさんですか？クタは俺だが。やった！あの三鉄を一本抱きしめて火の島に来た子がね。俺も年取るわけだ。トンボは俺を覚えてないだろうがな。はい。俺が火の島からここに移ったのはゴンゼがお前さんを連れてきて間もなくだったからな。トンボはあなたが設計したコースでゴルフを覚えたんですよ。そうか、あのコースでゴルフを。こんなに嬉しいことはないね。クタさんはなぜトカラへ？世界中カメラを抱えて歩いて世間の赤にまみれすぎた。世俗のしがらみを落として家財も一切合切売っちゃって本当に好きなものだけに囲まれて残りの人生を生きたいと思ったんじゃよ。本当に好きなもの。人はいつ死ぬかわからない。明日死ぬかもしれんし100年生きるかもしれん。人間死に様は自分で選べん。だが生き様は選べる。どう生きるかは自分で選べるんだ。トンボの夢は？夢？どんな自分になりたいの？どんなことを目指すの？私絶対ゴルフ上手くなるの。トンボは何をして生きていくんだ？どう生きるか。ゴルフの目の前の一打と同じだ。過去の失敗より今のこの一打をどう打ち次につないでいくかな。これからの俺の生き様。
で、ここには何しに来たんじゃ？あなたがこの島に小さなホールを作ったと聞きました。本当ですか？ああ、あるとも。お願いします。そこでトンボにプレーさせてやってもらえませんか？俺のデザインしたコースでゴルフを覚えたトンボだ。喜んでプレーさせるさ。ただしその3本のクラブではあのホールは攻略できんだろう。明日は俺のクラブを貸してやろう。トンボ、起きろ。起きろ、このお主、プロゴルファーだったと言ってたが、これがそのお主の目から見て。はい、化け物です。距離は140ヤードしかない。誰もがショートアイアンで打てるホールにしたかったからな。じゃが短いがゆえに難しい。これは、綺麗なホール。日の島と全然違う。意外が顔怖いよ。こいつは難しい。べらぼうに見てみろ、あの左右の木。あれが空中のハザードになっている。左の木が高く、右の木が低い。空中に空いているスペースを見れば高いドローを選択したくなる。だが安易に打つと仕掛けられた最大の罠にはまる。罠？どこ？右のバンカーだ。あえてグリーンから30ヤードぐらい離れた場所に作られている。さすがは元プロゴルファーだの。今日は左奥からの風、どう思う？ドローを選択した場合、落ち際はアゲンスト。当然スピンの量が増す。グリーンの横幅は広いが奥行きは極端に狭い。そして手前全域にわたって強い受け傾斜の段になっている。この段に落とせばショートアイアンだけにバックスピンで必ず戻り、右のバンカーまで芝がきれいに刈り込まれたダウンスロープ。2打目はグリーンまで30ヤードもあるバンカーショットになる。おまけに段を越えたところに落とさなきゃ何度だってバンカーに戻ってくることになる。それこそいつまでもホールアウトできないんじゃないかという恐怖に駆られる。右のバンカーに捕まったらオーバー目に打つしかないね。そうなると効いてくるのが左のバンカーだ。入れば今度は下りのバンカーショットになる。バンカーでなくてもグリーン左に外すと左足下がりのアプローチが残る。下手に段を過ぎればまたコロコロと奈落の底まで転げ落ちる。コロコロ。まあお主から打ってみ。潮風に吹かれてきたから
意外がいよいよクタさんのホールに挑戦だね。こいつはべらぼうに難しい。トンボ、気を抜くなよ。イエスサー。次回大井トンボ名ホールの条件。名ホールやっぱ丸くてしっかり蓋になってて下水道に。それはマンホール。え、あなたがこの島に小さなホールを作ったと聞きました。本当ですか？ああ、あるとも。お願いします。そこでトンボにプレイさせてやってもらえませんか？喜んでプレイさせるさ。ただしその3本のクラブではあのホールは攻略できんだろう。これは綺麗なホール。木の島と全然違う。意外が顔怖いよ。こいつは難しい。べらぼうに。心配ないさ、トンボなら。トンボ大丈夫かな。イガイガが責任を持って連れてくって言ってたからな。けどよ、心配じゃねえのか。ここで心配しても始まらねえ。空中のスペースが少ないと言ってもピンをストレートに狙う空間はある。ここだ。おう、シンプルにまっすぐな球で攻めるか。ああ、つぶら戦法。ストレートボールというのはミスをした時に左右どちらにも曲がるリスクがある。プロというのは左右どちらかの危険を排除したいものだから、球を曲げて攻める。目いっぱい右。ここで薄いフェードを打つ選択肢もある。それならグリーンを縦に長く使えるし、バックスピン量をドローほど気にしなくていい。なるほど、さすが意外が。いざ構えるとなると圧力がすごい。のしかかってくるようだ。フェード狙いなら左のスレスレに打ち出さなければならない。だが少しでも球が左に行けば池の餌食になる。その怖さに負けてどうしても出球が右にずれる。そこからフェードすれば
グリーンの横幅は極端に狭く、最大の危険ゾーン、右のスロープに外れる。左の木の下は空いている。だがショートアイアンでローフェードを打つのは至難の技。ロフトを立てて打ちたいがためにフェースがかぶりやすい。そうなると左のバンカーが待ち構えている。やはりドローが一番イメージしやすい。今度は左側。意外がってば考えるな。プレイヤーがつい考えてしまう。それがメイホールの条件だ。だがドローの場合、最大の危険ゾーン、右サイドの上に打ち出さなきゃならない。そう、もしドローがかからなかったらという不安がどうしても頭をよぎる。ドローしてる。右サイドの怖さに負けてかぶっちまった。そのミスの特性を考慮してグリーン右を遠くに左を近くに作る。そして右手前と奥に罠を仕掛けた。あれは目玉だな。はあ、楽しめたかな。ドロー、フェード、ストレート、いずれであっても木やバンカー、傾斜の視覚的圧迫に負けないだけの精度が求められる。これで距離が長ければただ難しいだけのホールだが、8鉄以下で打てる短いパー3だけに見事です。だろやるな、クタさん。くそ、もう一回打ちたい。そう言われればデザインした人間は本望だよ。ダメだよ、もう一回なんて。トンボがもう一回はダメなんて。私ずっと待ってたんだから。だよな。トンボ何番使う？8番か7番かの。これでいい。何？140ヤードだぞ。ウェッジをどれだけかぶせても届かないだろう。サンテストクリークじゃ飛距離が出すぎる。かなり難しいぞ。三鉄よりもこっちの方がスピンはかかるな。よし。スピン？クリークでどうやって？ハイティーアップ。そうか、わざと天ぷらを打って木を越すつもりか。子供らしい発想だ。トンボならありえるか。よし、頼んだよ、つぶら。なんだあの構えは。ティーアップした球を右つま先の前にセット。その上強烈なハンドファースト。ロフトは地面と垂直の0度、いやマイナスかもしれん。とてもゴルフのうまいものの構えには見えん。これが化け物なのか。左の鎖骨は下を向いている。もうちょっと。今度は左に？ということは狙いは左の木の下。行くよ。いつもより切り返しのループが少ない。池だ。トビウオボール、いけー。トビウオ旋回。登れ登れ。やったー。言ったでしょ、化け物だって。顔怖いですけど。こんな攻め方をするプレイヤーがいるなんてのはデザインするとき全く想定せんかったわ。参ったよ、降参だ。トンボ、今のショット初めてじゃないな。水切り
それも曲げながら水面をスキップさせるなんてゲート、いきなりできるもんじゃない。ゴンじいの船が帰ってくるのを待ちながら何度も遊んだんだ。トンボ姉ちゃん、バチコーイバチコーイ。オッケー、今度はフックね。渡る、行くよ。よっしゃー、ナイスキャッチ。もう一丁。次俺だって。バチコイ。よし、ユーマ、次は反対側行くよ。やはりな、遊びで覚えたか。空中のハザードを利用して曲げる球を要求する設計をしたのに、まさか水面上を曲げて攻めるとはな。トンボ、もう一度プレイしてみんか。このままじゃ悔しいからな。今度は設計者の意図に沿った王道の攻め方で勝負だ。トンボは自分のクラブ以外は？俺とトンボ、設計者とプレイヤーの真剣勝負だ。よし、次は止まるな、これ。私のクラブ。よかったね、つぶら。私が一番長く使ってきたクラブ。長いや。ホップした。これ面白い。そう、知らない世界を知る。それって面白いんだよ。真剣勝負。やはりトンボは変わり始めている。8番か。八鉄がどれくらい飛ぶのか全然わからないんだけど、意外がピッチングだったからこれくらいかなって。ぽいポイって。クリークではやたら高いティーアップ、今度は直置き。わけがわからんな。左端、ドロー狙いか。三鉄一本でゴルフを覚えたトンボは、球を曲げることにかけては恐ろしいまでの感性を持っている。だが同じドローでも三鉄と八鉄では違いがある。インパクトの仕方は同じでも、八鉄の方が球の曲がりは小さい。初めて打つ八鉄でどう調整してくるか。ドローを打つにしてはスタンスの向きがまるであさって。出球を決めるのはスタンスではなく両肩のライン。オープンスタンスでドローを打つことも、クローズスタンスでフェードを打つことも可能だ。ドローで右の木の上を越すには高い球が必要なのに、右足寄りに球をセットしている。これだ。これがトンボの凄さ。誰に教えられたわけでもないのに、打ちたい球筋に最適のセットアップをする嗅覚を持っている。ドローとフェードではスイング軌道の最下点が変わってくる。ドローを打つときは右にずれ、フェードでは左にずれる。だからドローでは球の位置は右に、フェードでは左になる。クラブをループさせる度合いが強い。スイングプレーンの向きを右に転じた。あとは球に高さを出すために右肘を早めに伸ばす。それでシャフトの逆しなりが早まる。ロフトがついて球が捕まる。ハイドローだ。あの構えからいいかも。
あの数回の素振りで八鉄の特性を感じ取り調整してきた。やはりトンボは化け物だ。ベタピン。やったー。止まって、もういいって。あちゃこっからだトンボ。俺とトンボの真剣勝負はな。実際に見るとグリーンからほんと遠いや。方法は3つだな。一つはサンドウェッジ。砂をできるだけ薄く取る打ち方だ。ただし30ヤード強の距離を出すとなると振りはほぼフルショット。大きくオーバーしてしまうのが怖い。うまく打てたとしても強烈なバックスピンでまたバンカーまで戻ってきてしまう怖さもある。2つ目はピッチングや球鉄でのエクスプロージョンショット。サンドウェッジよりロフトが少ない分振りを小さくして距離を出せる。砂も厚く取れる分オーバーのリスクとバックスピン量も減る。だがバンカーショットでサンドウェッジ以外を使うことはほとんどない。だから距離感や弾道のイメージが湧きづらい。3つ目はサンドウェッジでのクイーンヒット。エクスプロージョンに比べ振り幅ヘッドスピードが少ないのでバックスピンの心配は排除できる。ただ打ち出し角が低くなるからバンカーの顎をクリアできるかという心配がある。さあどう攻めるトンボ。決めた。ウェッジ。ピッチングや球鉄もあるんだぞ。これでいい。トンボなら三鉄でエクスプロージョンもあると思ったが、ウェッジならクリーンヒットか砂を取るか。両足を揃えたスタンスならクリーンヒット。肩幅以上に広げたらフルエクスプロージョン。ほぼ肩幅のスタンス。フェースをかぶせた。しかも左足を向こうと。球が砂に潜ってるならフェースを極端にかぶせて打つこともあるが、あの普通の状態で何をするつもりだトンボ。この方法が一番いい。砂があんなに右に。バンカーショットでインサイドアウトに。いや飛距離が足りない。いけー。エクスプロージョンでビッグフックを打ち飛距離を稼ぐ。こんな方法が。俺は何度トンボに驚かされればいいんだ。止まっちゃダメ。もうちょっと上がって頑張って。もうちょい。やったー。すぐマークしなきゃ。落ちてきちゃうかも。確かに化け物だ。ギリギリ。うわ、マーク持ってないじゃん。お利口さんだから動かないで待ってて。すぐ戻るから。これもトンボらしい。これはバンカーを鳴らしてきた。意外がどうしたの？見事な芝だ。
火の島のグリーンより芝が細くて柔らかい。緑色も綺麗。分かってくれるた嬉しいの。極寒現象、乾湿両方に強い芝をブレンドして作ったグリーンだ。はあ、芝の管理は難しい。だから楽しい。人生の終わりが近づいた時、それが俺の最大の楽しみになったんだ。緑に輝き密で均一なグリーン面を達成した時、心が躍るんだ。この人はゴルフを好きなんじゃない、愛している。よし、ちょっとだけフック。これを入れれば私の勝ちだよね。それでパッとするつもりか。そうだよ。お主はあの子を競技ゴルフの世界にはやらんつもりか。いえ、島を出て競技ゴルフをやってもらいたいと願っています。ならなぜパターを持たせない。トンボは三鉄でパットも恐ろしく上手にこなします。今はその感性を大切にしたい。トンボ本人がパターが必要と感じるまではこのままでいいかと。外れる。球は段の際にある。左足は段の上のフラットの面、右足は段の下りにかかった斜面に位置することになる。人は足の裏で平行感覚を測る。たとえ正確なラインが読めていたとしても、足の裏から伝わってくる情報がそれを惑わす。構えた瞬間、そこまで切れないんじゃないか、もっと切れるんじゃないかとな。こうだな。あれがトンボの感性です。あいつには型がないんです。ダメだ。このままじゃトンボのゴルフは競技の世界で通用しない。意外が私、悪歴島に行って本当に良かった。そうだな。こうやって目を閉じると思い出すな。ああ、あのすごいゴルフクタさんの作ったご飯。お前というやつは。次回、多いトンボ、答えのないライン。サワラの燻製も美味しかったよね。あれは最高です。ダメだ。このままじゃトンボのゴルフは競技の世界で通用しない。通用しない？そうだ。ついてこい。
どこ行くの？さあ。これはもっともっとずっと礼拝どこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る島で傷ついた羽を畳んで隠した誰にも見えないように新たな出会いの一つ一つがこわばる背中を押してくれたんだゆっくりでいい寄り道したっていい優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ風とともに飛んでゆくみんなと叶える夢の世界もっとずっと礼拝どこまでも練習グリーンにしてもでかい。いや、それ以上にボッコボコ。転がしたら球がどっちに行くかわかんないよ。面白そう。あのカップに向かって打ってみろ。遠いな。火の島のコースじゃこんな長いパットすることないぞ。30歩以上ある。よーし。トンボのパッティングは三鉄のソールを浮かせてリーディングエッジで球の真ん中を打つ。なるほど。ロングパットで振り幅が大きくなれば正確に真ん中を打てないということか。少しでも赤道の下を打てば球は浮き、逆に上を打てば球はいびつに弾む。浮きも弾みもしない。そこで右に曲がって。左。トンボの優れた才能の一つが球の上下を打ち分ける感覚。最後は右。あちゃー。ゴルファーってのはアウトサイドイン、インサイドアウトというクラブの通り道は考えても上下の通り道まで意図するものは少ない。よし、もう一回。もういい。お前なら次は寄せるだろう。今度はこっちだ。すっごい傾斜。どれくらい左に切れるかな。よし、決めた。ほうほう、そこまで切れると読んだか。カップまで5歩のパットで7、8歩も右を向いた。大きく曲がるラインというのはわずかなタッチの差が曲がり幅に現れる。三鉄でそこまでデリケートなタッチができるか。どうです？見事だ。三鉄で柔らかなタッチを出しとる。よし、じゃあ今度は。問題はここからだ。なんでこんなことに。さすが研修生上がり、慣れたもんだな。意外がかっこいい。ゆっくり買ってくれよ。
ここは傾斜が強いからスピードを出しすぎると歯が傾斜を噛んで芝をえぐっちまう。このでかさじゃ一面刈るのに4、50分はかかりますよ。そうなんじゃよ。いくら好きとはいえ俺も年だから何度も刈るのはしんどい。縦に刈り終えたら今度は横に全面刈ってくれ。はあ。俺はトンボと家に帰って昼飯を食ってくるから。はちょっと。俺トンボ行くぞ。はーいっておば。横に刈り終えたら右斜め、さらに左斜めもよろしくな。イガイガファイト。終わった。イガイガ。おお、見事見事。なんかさっきと違う感じがする。その通り。さっきとはまるっきり別物のグリーンだ。さあ転がしてみ。クタさんが作ったサワラの燻製、すっごい美味しかったの。おにぎりにしてきた。でかっ。ありがとう、私のために。あいつがゴルフのことで俺に礼なんか。ここで最もフラットなエリアだ。まずあのカップだ。球が地面に張り付くみたいに。全然スピードが落ちない。何これ。芝の密度、葉の幅、茎の硬さ、細かい凹凸の有無、コンパクション、複数の要因によって初めてグリーンのスピードは決まる。次はもっとそーっと。今度は弱すぎた。止まって。嘘、あんなにそーっと打ったのに。ここは離島にあるグリーンゆえに人に踏まれていない。足型の段差ゼロ、マークもゼロの宝石のようなグリーン。転がって当たり前だ。トーナメントグリーンばりのスピードだ。だろやるな、クタさん。トンボはこれほどの高速グリーンの経験がない。まるでフローリングの上で転がしているような感覚だろう。うまっ、これうんまっだろ。やるな、クタさん。同じタッチで球がたくさん転がることをグリーンが速いと表現する。だが速いグリーンほど実際には球はゆっくり転がる。ゆっくり転がるということは重力が球に作用する時間が長い。それだけ大きく曲がるラインになる。グリーンが速くなればなるほど打つ前の読みが難しくなってくるんだ。よし、もう一回。いや、もうここはいい。こっちだ。ここって刈る前に転がしたところと同じ。そうだ。あのカップに寄せてみろ。入れてみろじゃないの。カップまで5歩くらいしかないのに。刈る前はこれくらいのラインだった。今はグリーンのスピードが2倍も3倍も速いから曲がりもこんくらい。そうじゃない。カップに背中を向けたか。よし、いいぞ。いけ、入れ。これまで何度も俺を驚かせ続けてきたトンボが初めて結果を出せずにいる。まるでよらんの。どうやったらそこからカップに寄せることができるか好きなだけ転がしてみるがいい。飽きたら帰ってこい。行くぞ。トンボ、ラインを見つけられますかね。
あそこからカップに寄せるラインはない。3番アイアンだろうがパターだろうがな。寄せるラインがない。トンボは傾斜の一番高いところに向かって打ち出した。あれ以上ラインを膨らませることはできない。仮に傾斜の頂点に球をそっと置いても今の状態のグリーンでは勝手に動き出す。一度動き出せば加速する一方でカップ周辺に止まることはない。じゃあなんでトンボにあんなことを言ったんですか？知ってほしかったんだよ。今のままのプレースタイルでは競技ゴルフで通用しないということを。置かれた球はその重さでわずかだが芝の中に沈み込んでいる。トンボのようにアイアンの刃で打つやり方だと球が浮かない。それだと出だしで芝の抵抗をまともに受けて転がりが安定しない。だがパターにもロフトがある。だから一瞬球が浮く。わずかなキャリーが出て着地後すぐに順回転に移り転がりが安定する。パッティングをする上でパターの方が格段に有利。当然のことだ。己のプレースタイルにこだわることが悪いとは言わん。だがその強いこだわりは競技ゴルフにおいてトンボの伸びしろを奪ってしまいかねん。それはお主でも本意ではあるまい。今度はバンカーの砂の補充か。若い手があるうちに力仕事を済ませておかんとな。仰せのままに。それにしても降りてこんの。さすがに酷じゃの。教えてやるか。寄せるラインなどないと。裸足。何？足の裏から情報を仕入れているのか。どこを向いてる？嘘だろ、おい。寄るラインがあった。見つけたのか。見た？やったよ。ねえほら。でもさ入らないんだよね。当たり前だ。寄せただけでも。入れるんだったらやっぱこうかな。手首だけでヘッドをアウトサイドにピックアップ。左に切れない。カットスピンが傾斜を相殺している。スピンがほどけた。やばっ。よし。ね入ったでしょ。イエーイ。どうクタさん。島を出るのをためらってるそうだな。トンボも俺も島が好きで島がいいと住んでいる。
ただ二人には違いがある。違い？俺は世間を知った上で島に住んでいる。だがトンボは島しか知らずに島がいいと住んでいる。勘違いするな。ずっと島を出ずに島で幸せに暮らす、それのどこが悪い？それも素晴らしいことだ。そしてな、島を一度出て島以外を知ってみる、それも素敵なことだ。でもそれってどっちが？決めるのはトンボだ。羽を畳んで穏やかに生きるもよし、羽をちぎれんばかりにはためかせて飛ぶもよし、他の誰でもないお前の人生だ。お前が主人公なんだ。お前がお前の物語を紡ぎ出していくんだ。一つだけ聞いておきたい。この島に来てどうだった？初めてのホールのプレー、経験したことのないスピードのグリーン、どうだった？楽しかった、すごく。初めてのこと、経験したことのないものが世間には溢れている。お世話になりました。バイバイ、クタさん。トンボ、お前のパッティングは見事だった。それでも俺はトンボにパターを使ってほしい。トンボが帰ってきたがね。だな、トンボが帰ってきた。ああ、初めて島を出たトンボが。大層に言うな。同じトカラの島にちょこっと遊びに行ってただけだ。あ、トンボ姉ちゃん降りてきた。なんかトンボちゃん大人びたさ。トンボ姉ちゃんかっけいい面になった。ただいま。おかえり。どうだった？悪歴島は。すっごく面白かった。そうか、面白かったか。よかったさ。あのね、ヨコね、つぶらに連絡することがあったら。つぶらに？何？やっぱまだいいや。え？トンボ？よかった。ゴンジーかな、セツバーかな。初めて島を出てきたよ。大丈夫だった。でね、クラブ4本になっちゃった。イガイガ、つぶら、クタさん、そして悪歴島で会ったクタさんに言われたんだ。私が経験したことないことが世間には、島の外には溢れてるって。ワクワクした。あの時と同じ。お父さん、お母さん、私ね、決めたことがあるんだ。意外がこれで球を転がしてみたい。コース行こう。ここのコースはクタさんとこみたいに早くは転がんねえぞ。速いのが面白いのに。意外が芝買ってよ。帰ってきたばっかだぞ。勘弁してくれよ。あ、カップによるかな。雨で諦めたかと思ったら、よくまあこんなことを。うわ、はいえー。
オーガスタばりのスピードだな。オーガスタ？ガラスのグリーンと称される超高速グリーンで有名なコースだ。こんな速いグリーン？そんなコースが本当にあるんだ。回ってみたいな。もっといろんなコースを知りたいな、私。トンボ。ありゃ。まあ微妙に歪みはあるからな。じゃあ今わざと遠寄りで打ったろ。そうすれば左に切れないかなって。どうして？わかんないけど、なんとなく。って意外が顔怖くなってる。遠でヒットすればフェースには開こうとする力が働く。かすかにオープンになったフェースがフックラインを相殺する。理屈は知らなくても感性でそれを感じ取ったのか。どうしたトンボ？学校は明日からだぞ。先宿題は全部終わったか？生、もちろん。あ、やば、作文だけまだだ。おいトンボ、もう遅いぞ。明日から学校だろう。まったく。水平線を見てきた瞳、波音を聞いていた耳、潮風に吹かれてきた体、ゴルフって本当に不思議、自然の中でレッツスイング、何をするのも自分で決める、言い訳なんかできない、だから面白いね、トンボが羽ばたく、目指すカーブはみんな同じでも、打ち方いろいろゴロだって構わない、まっすぐな球は素敵かもしれないけど、私には似合わない、楽しくワクワクしてればいいんだ。意外が、私決めたよ。何を決めたんだ？来年の春になったら春になったらね。なったら次回大井トンボ、まっすぐな気持ち。おい、一体何を決めたんだ？次回もまた見てね。おいトンボ！行ってきます。おはよう。おはよう、ユウマ、わたる。おっさきにトンボ姉ちゃん、俺たちの方が早いね。負けるか。最後の夏休み。ああ、3年の夏休みにそういう題の作文を書かされるんだ。来年の春、島を出ていく子供たちがそれぞれの思いや自分の目標を書くんだよね。島を出る。トンボは何を書いたんだろうな。今日の放課後には掲示板に貼り出されるよ。
もっともっとずっと礼拝どこまでも何もないようで宝物あふれ潮風香る島で傷ついた羽を畳んで隠した誰にも見えないように新たな出会いの一つ一つがこわばる背中を押してくれたんだゆっくりでいい寄り道したっていい優しさと強さを心に抱いて羽ばたけ空へ風と共に飛んでゆくみんなと叶える夢の世界もっとずっと礼拝どこまでも最後の夏休み、3年1組大井トンボ。島の子供は中学3年生の夏になるとこの題名の作文を書く決まりです。島には中学校までしかなく、翌春には高校進学で島外に出るため、島での夏休みは最後になるからです。でも私は違います。私は高校には行かない、島を出ない、最後ではない、ずっとそう思っていました。私が島に来たのは小学2年生の時でした。お父さんお母さんが事故で亡くなって、それまで住んでた鹿児島からこの島にゴンじいが連れてきてくれました。初めは毎日泣いていました。優しくしてくれるゴンじいや節ばあに悪いと思ってこっそり泣きました。ある日ゴンじいに見つかりました。ゴンじいは言いました。お前はわしらに好かれようと一生懸命だ。だからこうしてこっそり泣く。焦らんでいい。この島には時間だけはある。ゆっくりと本物のじじいと孫になっていこう。安心せえ。世界中を敵に回してもお前の味方になってやる。私はその日から泣かなくなりました。節ばあはいつも一緒の布団で寝てくれました。館長はトカラ馬と遊ばせてくれたり、天文台で星を見せてくれました。文平はヤギを捕まえてくれたり、魚釣りを教えてくれました。陽子姉はケーキを焼いてくれたり、爪をきれいに切ってくれたり、お母さんみたいないい匂いがしました。島のみんながトンボトンボといつでも声をかけてくれました。毎日が楽しくなりました。毎日が夏休みみたいでした。一番楽しかったのがゴルフです。お父さんが残してくれたクラブがおもちゃで、島のみんなが作ったコースが遊び場になりました。そして今年の6月、イガイガが島にやってきました。イガイガはゴルフがすごく上手でした。私の知らない打ち方を教えてくれました。私の使ったことのないクラブをくれました。島の外の人は怖いと思っていたけど、イガイガは違いました。顔は時々怖くなることがあるけど、誰も知らない秘密を私にだけ打ち明けてくれたりして、私を子供というより同じ友達みたいにしてくれました。
意外がとコースで遊ぶのが本当に楽しくて、ゴルフがもっと好きになりました。夏休みになると陽子姉の姪っ子のつぶらが島に遊びに来ました。つぶらは私と同じ年だけどゴルフがとてもうまくて、アメリカで活躍してたくさんのお金を稼いで親孝行したいそうです。そんなことを考えたことがありませんでした。ゴンジーやセツバーや島のみんなにいろいろしてもらうばっかりで、私からは何もしてあげられていない。つぶらが帰った後、ゴンジーからこんなことも聞かれました。わしが死んだ後、どうやって生きていくんだ。ゴンジーが死ぬなんて考えたことがありませんでした。そんなこと言わないでと思いました。でもゴンジーに恩返しができる人になりたいと考えるようになりました。つぶらは島から帰った後に日本ジュニアというゴルフの大きな試合に勝ったそうです。自分の夢に向かって一歩ずつ進んでいっている。この夏休み、私は初めて島を出てみました。悪歴島に行ったのです。悪歴島にはクタさんという人がいて、1ホールだけの小さなゴルフコースを作っていました。クタさんは言いました。世間には初めてのこと、知らないことがあふれている。意外がからも、つぶらからも、クタさんからもゴルフのクラブをもらいました。そのクラブで打つと、私の知らなかったボールが打てます。ゴルフがどんどん好きになります。もっといろんなことを好きになりたい。最後ではない。ずっとそう思っていました。だけど、島で過ごす夏休みはこれで最後です。私は決めました。来年の春、島を出ます。決心したのね、トンボちゃん。あのトンボがね、島を出るか。何か私たちにできることはないかしら。そうだよ、島を出るまで毎日トンボへの花向けに島中で。何もせんでいい。いつも通りそれが一番だ。島を出た後の話をしていいですか。部を指導する側からすれば、トンボのゴルフは異端に移るはずです。トンボのゴルフには型がありません。ですが今のゴルフ界は理想の型にはめる指導がなされます。それが悪いわけじゃない。ただトンボの良さを奪うことになるんじゃないかと。そこはおかしい。なんでそんな振り方をするとダメ出しを連発されてしまうんじゃないかと。そうやってスイングを作っていくのがゴルフなんです。トンボはスイングを作ろうなんてしたことはないんです。球を作ろうとするのがトンボなんです。俺は自由奔放なトンボのゴルフをそのまま伸ばしてやりたいんです。じゃあゴルフ部には入れない方がいいと。せっかく島を出るのに一人でゴルフを。いや、競う仲間は必要だ。絶対に。じゃあどうしようってんだがね。俺に一つだけ心当たりがあります。任せてもらえないでしょうか。わしは島のことと漁しか知らん。内地のこととゴルフは素人。お前がトンボによかれと思うなら。よろしく頼む。ありがとうございます。この通りです。どうかお願いします。五十嵐、
お前よく戻ってきたな。バカやね。それじゃあ歓迎しとるみたいやっか。よく戻ってこれたな。でしょうが。まあそれはそれで、その島の子をうちに預けたいのか。頼める義理じゃないのはよく分かっています。それでもこの通りです。引き受けていただけるなら俺何でもしますから。あの子のトンボの未来がかかっているんです。卒業証書授与。3年1組大井トンボ。はい。卒業証書大井トンボ。中学校の全課程を修了したことを証する。おめでとう。ありがとうございます。トンボ姉ちゃん見えたぞ。見してやったな。中身はガキンチョのまんまだ。あと1週間だね。トンボ姉ちゃん。渡る？どうしたの？なんかあった？トンボ姉ちゃん。トンボ姉ちゃん。トンボ。呼び捨てなんだよこの。俺ずっとトンボのことがずっとトンボが好きなんだ。私も渡るのこと好きだよ。そうじゃなくて、俺の好きはもっとずっといっぱい結婚したいくらい大好きなんだ。結婚？ありがとう。俺もゴルフをやる。上手くなって俺も中学卒業したらトンボのところに行く。もっと背も高くなってかっこいい男になって。あれ？手が逆だよ。さあ打ってごらん。文平みたい。俺今ものすごくゴルフが好きになった。びっくりしたな。ようこさん。なんだよトンボか。悪かったな。へえ、渡るがね。自分の思いをきちんと伝えようとしてくれたんだなって思ったらやっぱり嬉しくて。ガキはいいよな、単純で。関係ないよ、ガキとか大人とか。文平の陽子姉への気持ちは島中のみんなが知ってる。陽子姉だって気づいてるけど伝わってないんじゃないかな。どれだけ文平が好きかってこと。文平さ、もっとストレートに言った方がいいんじゃない？
陽子のやつ。撫でてやろうと手出したら陽子のやつガブガブ噛みやがって。陽子陽子って言わないでくれる？私が噛んだみたい。だって文平の飼ってるあのヤギ陽子って名前だし。いいやつだよあいつは。付き合おうとは思わないのかい？文平なら結婚だって。私文平さんとは結婚できない。陽子さん。なんで？文平。俺は陽子さんが島に来た時から初めて見た日からずっと。なんでダメなんだな。他のやつならいいのか。まさかイカイカか島の外から来たやつだからか。文平落ち着いて。なんでだよ。俺なんかどうせ俺なんか。文平追っかけなくていいの？陽子ね。トンボ。私ね、ちょっと持病があって子供は諦めなさいって言われてるの。今も定期的に鹿児島の病院で検診を受けてる。文平のこと嫌いなの？いい人よ、とても。だったらトンボ、ちゃんと言わなきゃ伝わらないよ。文平はちゃんと伝えようとしたんだよ。本当にいた。トンボちゃんに聞いたの。島でゴルフをやる人は何かあるとここだって。私もちゃんと伝えなきゃね。大丈夫かな陽子ね。そういえば熊本の有働さんから連絡があった。不安か。あと1週間だな。違うんだよ。ワクワクしてるんだよ。新しいこと知りたいって。でも悪歴島の時と違って今度はずっと島の外で金人も節バーも誰もイガイガもいないところで怖いよ。行くぞ。初めてトンボとゴルフをやった時と同じ風だ。いや、あの日よりちょっと強いか。打ってみろ。あそこへめがけてな。でもそんなに左を狙ったら。大丈夫だ。海に落としたっていい。いつものトンボらしく思い切って負けてみろ。いつもの私らしく。そうだ、怖がらなくていい。いつも通りのお前でいい。この島はトンボの火の島は何があっても変わらない。絶対にな。いけるやトンボ。ナイスショー。やっぱり海に落ちた。それでいい。お前の不安はこのトカラの海が預かってくれたんだ。そっか、子供が。私ね、この島のみんなが大好き。沖縄から来た私を温かく迎えてくれた。
文平さんのお父さんもお母さんもよく知ってる。いつか文平さんが誰かと結婚してお孫さんを見ることをきっと楽しみにしてる。もしそうじゃなかったら私、そうじゃなかったら鈍感だな。とっくにあなたと一緒になってる。あなたのことが好きだもの。 OB でもいいって言ったの意外がじゃん。一打負けてくれてもいいじゃん。それはそれ、これはこれだ。もうよし、今度こそ。陽子姉に多分文平がここだって言ったの忘れてた。今日はここまで。おっす。意外がいよいよだね。トンボ、忘れ物はないな。着替えと三鉄、ウェッジ、つぶらにパター、全部持ったよ。よし、出発だ。次回大井トンボ行ってきます。二人とも挑戦権忘れてるぞ。忘れてた。そんなことしてたらいつまでたっても荷造り終わらねえぞ。もう終わるってば。余計なものは持っていくんじゃねえぞ。服と最低限の身の回りのもんで。分かってる。次のフェリーで送るからな。うん。部屋ちゃんと片付けて掃除しておくんだぞ。分かってるってば。ねえゴンジ、私の部屋のものを勝手に捨てたりしないでよ。分かった分かった。もっともっとずっと礼拝どこまでも
なんかムスッとしちゃってるんだよね、ゴンジ。いつもそんな感じだろ。全然違うよ、不愛想で。寂しいんじゃないか。それをお前に知られたくないのさ。ふん。おい、トンボ。左肩と手首を意識して打つ。なんだよ。やってるね、渡る。トンボ姉ちゃん、教えてくれよ。昨日文平と館長に聞いたんだけど、バックスイングのことばっかでさ。バックスイング？左肩で始めろとか、手首を折ってあげろとか、よくわかんなくてさ。文平なんかゴルフはバックスイングで決まるだよって。自分はゴルフのくせに。トンボ姉ちゃんはどうやってあげてるの？教えてよ。私、難しいことはわかんないよ。ゴルフはイガイガに聞いた方が。俺はトンボがいいの。呼び捨て。生意気だよね。どう上げるとかよくわかんないけど、それより振り下ろしやすい場所っていうのかな。球に命中させやすい場所ってあるじゃん。命中させやすい場所？餅つきと同じだよ。餅をつくとき、杵を振り上げるでしょ。こんなとこやこんなとこからだったらうまく餅に当たらないってのはわかるじゃん。ちょうど振り下ろしやすい場所って自然とわかるよね。それと一緒で、もしこの球を打つとして、こんな場所からはうまく当てられそうにないな。ここもちょっと難しそう。ここうまく当てられそう、振り下ろしやすそうってところから、えいって。わっ、ナイスショット。上げるときはどっちかっていうとただ引くって感じかな。それよりもどう振り下ろすか、球にどう当てるかっていうか。そうなんだ。普通ならバックスイングの反動なしでは球に当てることすら難しい。だからこそほとんどのゴルファーはバックスイングをどう上げるか、そればかり考える。だがどんな球が出るかの全てはダウンスイングで決まる。ダウンスイングの線さえ正しければまともな球が打てる。上げ方より下ろし方を考える。意外が顔怖いよ。ねえ、笑ってるし。ゴルフコンペ？そう、トンボ送別カップ。トンボが島を出る前の日にやることにしたんだよ。ゴンジーも見に来なよ。玉転がしに興味はね。まあそう言わずにさ。トンボの送別会だよ。島でゴルフするのこれで最後になるかもしれない。わしはいい。なんもかんもうまくいかねえだや。私、文平さんとは結婚できない。文平。おお、トンボ。ため息ついちゃって大丈夫？平気平気、俺は元気だや。お前こそ大丈夫か？あと5日だよ。あ、そうそう、出発前日にコンペを開くから。陽子姉といつ結婚するの？あ、なんだ急に。どうしたの？それはもういいんだ。もういいんだ。待ってよ。だってこの前ゴルフコースでいい感じだったじゃん。陽子さんには陽子さんの気持ちってもんがあるだや。文平の気持ちは、陽子姉を大好きだっていう文平の気持ちは。俺は諦めちゃうの？俺の気持ちなんて。文平。
型にはまらないトンボのゴルフが島を出てどういう風に成長していくか。トンボにいい魚食わせてやろうと思うとるのに、こんなだったんだよな、あいつも。母ちゃん、陽子さんの体のことを知ってたんかや。ああ、知っとったよ。俺がもし陽子さんと結婚してって言ったら反対かよ。反対だね。だよな。親に反対されたくらいで一緒になるのを諦めるぐらいの思いなら反対だ。お前が結婚したとする。その嫁ごと母ちゃんが喧嘩になったらお前はどっちの味方するよ。どっちって、まあ喧嘩の内容にもよるけど、とりあえず母ちゃんを敬うようにって。お前は優しい息子だよ。そしてバカタレだ。大バカタレだ。そんな男は結婚しちゃなんねえ。母ちゃん、お前が母ちゃんについちまったら嫁は一人ぼっちだ。お前だけを頼って嫁いできたのに一人ぼっちだ。お前が味方になってやんねえでどうする。母ちゃんなんて突き飛ばしてでも嫁子をかばってやれ。どんなことがあっても嫁子を一人にしちゃなんねえ。結婚ってのはそういうことだよ。じゃあ行ってくるね。ああ。ではただいまよりトンボ送別カップを開催いたします。ではみんなで頑張ろう。似合わんことして。明日からわしの仕事になるからの。あれま。今日で最後だからな。精を出したわけだ。いよいよ明日だね。お、ザ・ゴルフ。ちょっと力入りすぎじゃないか。そんなことねえっての。じゃあ私の番だ。最後にかけてやる優しい言葉は用意したんかい。優しい言葉か。島を出ること、本当は震えるほど怖いのかもしれん。それでも怖いと漏らせばわしを心配させると突っ張っとるのかもしれん。それが分かっとるなら。トンボのやつ、このところ毎日走っとる。トレーニングのつもりだろう。あいつなりに覚悟を持ってゴルフをやる気なんだろう。その覚悟を優しい言葉でふやけさせてしまうわけにはいかねえ。それが親代わりのこのじじいの役目だ。トンボちゃん。私の玉は。やったー。めったなことで島に帰ってくるな。ゴルフをやるという決意で出ていくからには己でそれなりの結果を出せたと思うまで帰ってくることは許さん。そう言って送り出すつもりだ。そんなこと言ったら向こうで何か辛い目にあった時にトンボはどこにも。だからだ。
もともと島の外でひどい目にあったトンボだ。今度辛い目にあって安易に戻ったらもう二度と出ることはあるまい。そんな弱い人間に戻らしちゃならんのだ。ナイスパー。ナイスパー。トンボちゃん、さすがすごいわねありがとうよこね。ゴルフってこんなに楽しいのね。でしょでしょ。もっと早く始めておけばよかったな。よこねならすぐ上手くなるよそうかな。おお、今日は追い風ですね。今日は艦長調子いいからな。2オンしちゃうんじゃなかや。いやいや、ワンオンですよ。よっ艦長。ゴロだけはダメですからね陽子さん、結婚してくれ。聞いてるだよ、陽子さん。この前話したでしょ。私はそれでも結婚してくれ。子供のことだっていいんだ。ほら、俺がそもそも子供みてえなもんだし、それに俺ヤギ飼ってるし、子供みてえに可愛いんだよ。それからトンボだっている。私？トンボは島のみんなの子供だ。この島みんなの子供だ。みんなで育ててきたんだ。俺らの子供でもあるだよ。もう子供いるだよ、俺たち。だから結婚してくれ。文平、めちゃくちゃだ。そうですね。でも思いもめちゃくちゃ伝わりましたよ。俺ちっちゃい男だけど。いや、ちっちゃくねえ、立派だ。必ず幸せにするなんて言えねえけど、ずっと陽子さんのそばにいるから。この島でずっと二人の髪が真っ白になるまでいつも必ずそばにいるから。だから俺と結婚してくれ、陽子さん。よこね、返事は告だって OK だって。よかったな、ブッペー。大丈夫か。トンボ、どうした？今日はゴルフで疲れてんだろうが。いいの。明日寝坊すんじゃねえぞ。うん。
孫のトンボだ。よろしくな。よく来たさ。よろしくねトンボちゃん。ゴルフやんのか？俺行くぞ。何しとる？俺ちっこくてやっこくてあんな手初めてだった。そうか、魚が好きか。魚だったら何本でも取ってきてやる。このじいは漁師だからな。ゴンジ、怖い夢見た。ゴンジ。ゴンジーへ。ゴンジー、今まで育ててくれてありがとう。私がいなくなってもお酒は飲みすぎないでね。3杯まで。天気のいい日はお布団を干すこと、めんどくさがらず足の爪も切ること、トイレの電気つけっぱなし注意、洗濯は柔軟剤入れた方が気持ちいいよ。へ、古女房じゃあるめえし。私のこと忘れないでね、トンボ。トンボ。ありがとう。トンボをよろしく頼む。はい。トンボちゃん、セーフ。ギリギリな。文平がトンボは島の子だって言ってくれたの、すごい嬉しかった。私はみんなに育ててもらいました。ありがとう。行ってきます。トンボ元気でな。行ってらっしゃい。トンボ姉ちゃん、トンボ姉ちゃん、頑張れ頑張れ。じゃあトンボちゃん気をつけてな。忘れるもんか。俺とトンボはじじいと孫なんだからな。ゴンジ、いつでも帰ってこい。辛かったらこのじじいのところに、この島へいつだって帰ってこい。ゴンジ、ゴンジ、行ってきます。行ってきます。ゴンジ。トンボ。よく見ておけトンボ。あの島がお前の故郷だ。お前の物語が始まった場所だ。お前の誇るべきふるさとだ。よく見ておけ。始まる。
新たにトンボが紡ぐ物語が